チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。カフェスカーレットクローバーズへようこそ。ここは誰もが思うままに過ごすことのできる空間。どうぞあなたもごゆるりとお過ごしくださいませ。はい。皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、占い師 VTuber と左翼 VTuber がコーヒートーク東京実況プレイということの第1回ということで、深夜のカフェでバリスタとしてお客様に一杯を提供し、その選択によって会話結末が変わっていくアドベンチャーゲームの最新作コーヒートーク東京を初見実況プレイしたいと思います。以前も実況プレイした動画もありますので、よかったらそっちもチェックしてください。本作には死別、喪失、慢性痛や障害、精神的不調、飲酒、喫煙などに関する会話が含まれますので、視聴にはご注意ください。ということで、本日もスカーレッタ・クローワルツの音花風花さんよろしくお願いいたします。はい、人気派占い師兼魔法少女スカーレット・クローワルツピンクの方、音花風花でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。BGM の音声などどうでしょうかね。大きすぎる、小さすぎる、などなどありましたら調整していきますので、よろしくお願いいたします。ということで、チャット欄に関しては、概要欄のチャットおよびコメント欄ルールを守ってですね、差別禁止でお願いいたします。はい、ということで、ノミネンスさん、しょうがさん、ペタさん、コンカランスです。スカーレット大輝、ということで、あ、フーガさんの声が小さい。お、なんだとということで、ちょっと今調整しますね。いや、私の方でちょっと調整してみます。ありがとうございます。今下げていたので、ちょっと上げてみました。どうでしょうか。どうでしょうか。アメンボ赤いな、あいうえおでこの続きを知らないんですよね。家業って何ですか。家業。もうちょっと上げてもいいかな。すいませんね。調整が。すみません。ありがとうございます。あ、ちょうどいいのコメントがありました。ちょうどいい。ありがとうございます。はい、やっぱそうですね。やっぱリスナーの皆さんが一番聞き取りやすい音をね、お届けできたらと思いますので、すいませんね。毎回音花風花は音声トラブルを引き起こす呪われているので、ちょっとちょっといつかこの呪いを解き放ちたいなと思っております。はい。はい、ということでですね、はい、音量調整ありがとうございました。ありがとうございます。
はい。ということで、ゲーム本編に入る前にですね、ちょっとお知らせ的なことをまずしたいと思います。前回の、コーヒートークの実況プレイリストあるんで、私が一人でなぜかやっているのですが、よろしくお願いいたします。はい。あと、カフェスカーレッタクローワルツはすでに開店しておりますということでですね、音花風花さんが店主を務めていらっしゃるんですけども、なんかセールが開催中って書いてあるんだけど、安くなるのかな？そうなんですよ。今ね、多分 T シャツ系がセールが入っているので、明日までかな。なのでちょっとね、烏丸さんと実況終わった後ちょっとお話をしようかな。とあるアイテムを T シャツ向けに準備をしたいなと思っているので、間に合えば明日までだったんですけど、間に合えばはい、と思っております。はい。でも間に合えば明日までっていうことは、もうこの実況が終わる頃には終わっているということか？明日の何時なんだろう？何時なんでしょう？23時59分ならおそらく間に合う1日限定そうですね。セール。間に合えということでですね。間に合えということで。はい。はい。ちょっと頑張ってまいります。はい。あとですね、先日ちょっと痛ましい地震がありました。被害に遭われた皆様、ですね、お気をつけてお過ごしになられてください。で、ですね、先日の昨日の配信でちょっとすいません、本当に言い忘れてしまったんですけど、申し訳ない。ジョイセフさんというところが、被災した女性予約をとして声を上げにくい方々のための緊急募金というのを行っております。特にですね、女性ですとか、女性と呼ばれる属性の人たちに対する、ケアが不足しているということで、そういう問題意識を持っている、ですね、SRHR とか LGBTQ+ の人たちの人権を、求めているジョイセフさんという団体でございます。はい、信頼できる団体なので、お勧めさせていただきます。あと、熊本県に直接送金や、ですね、障害者、での被災者の方々に対する夢風募金も募集しておりますので、よろしくお願いします。はい、入居施設とかに入っておられる利用者の障害をお持ちの方々で、避難がすごく難しいんですよね。環境がガラッと変わっちゃう上に、己のルーティンをこなせなくなると不安定になってしまう方、特性を持っておられる方もいらっしゃるんですが、なので、能登半島自身でもだいぶやっと取り上げられて、テレビでやっとその話を聞けたっていうこともあるので、やっぱりマイノリティの安全とか生存権がすごく軽んじられて踏みにじられているなっていうふうに感じておりますので、もちろん被災した方全員助かってほしいのは当然なんですが、今のところ不平等があるので、そういうところに目を当てて行ったりお知らせしたりっていうことが我々の使命かなと思っております。本当烏丸さんにはいつもいろんなものを背負わせてしまってね、申し訳ないんですが、我々頑張っていこうと思っておりますので、ぜひお心寄せのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、オンライン証明、その授業が生徒を傷つける対週刊書とや教科書の記述を見直せ、安倍晋之助の家庭内暴力プログラムを受講させろ。こちら3000筆到達おめでとうございます。ということで、風花さんがですね、作ってらっしゃる署名の方ですけれども、3000筆到達したということでおめでとうございます。はい、皆さんもですね、もしぜひよろしかったらシェアと協力拡散よろしくお願いいたします。はい、あとですね、風花さんの改めてチャンネルいろんな、動画とかも出ておりますので、皆さんちゃんとチャンネル登録しておいてください。はい、よろしくお願いいたします。占い動画1本だけというね、だいぶ攻めたチャンネルになってるんですけれど、はい、そうですね、いろいろ。ありがとうございます。615さん、コンカラスです。烏丸さんが告知してくれたことで3000筆行きましたということで、いやいや、とんでもない。皆さんの努力のおかげだと思います。生姜さんもですね、署名制作ありがとうございました。本当ありがとうございます。発起にというか、もうやっぱそこのところに目をつけたというか、しっかりそこに気づいて守ろうというね、ご家族の権利を守ろうっていうことに、しっかり気づかれたっていうところがまずすごいなと。やっぱどうにか助けられないかなとは私だとそりゃ思うけど、具体的にどうすればいいかとかっていう、その明確な問題点の捉え方っていうのが難しかったので、生姜さんがしっかりその問題点を見極めて、署名を立ち上げられたことを本当に尊敬して、はい、なので何もできてないけど一応名前だけ
させていただいてっていうところなので、ね、できる、なので、これが連帯ですよね。みんなで、正しいことをしていくっていうのが連帯だと思っているので、本当烏丸さんの宣伝のおかげでもあるし、しょうがさんがそうやって頑張ってくださったおかげでもあるということですし、そうですね、金住さんが立ち上げてくださってるその教科書の方の署名もそうですね、やっぱ問題だよねって思った方が協力してくださる、みんなで声を上げた人を守っていくっていう、ね、ところで、ね、連帯を感じる月にね、8月もなればいいなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、すいません、ちょっといろいろお知らせ長くなりましたが、ゲームの方を開始していこうと思っております。音大きいとかありましたら、本当言っていただければと思います。それでは廃止しておきます。そして私が邪魔になるかな？大丈夫かな？おっと。思いっきり邪魔になってる。ということで、少し引っ込んでいこう。引っ込んでいこう。沈んでみます。はい。2026年東京。東京から富士山って見えるんですか？いや、見えない気がするし、大丈夫か？ちょっとオリエンタルすぎる描写になってないか？ちょっと心配になってきたぞ。そうですね。大丈夫だよね。これもでもステレオタイプですよね。日本といえば藤山、芸者、忍者みたいな、侍みたいなところ。でも見えるっていう証言をしてる方もいらっしゃる。そうなんですね。すいません、私が全然そういう地理系とかに疎くて。我々2人ともね、東京に住んでないからよくわかんないんですよね。そうですね。私はそれこそ阿蘇山とか桜島の方が近いので。はい。一国にも被験する鉄と鋼の大都会。高層ビルのせわしない影のもと、人間も妖怪も精霊も神も静かな路地や苔むす神社を寺社を抜け、家と職場と宴を行き来しつつ、古の絆が薄れゆく中、新たなつながりを探し求めている。これは以前のコーヒートークの世界観に一応忠実なのかな。精霊とか妖怪が出てくるっていう、世界観ですね。それをその日本っていう、国にチューニングされたような言い回しになってるかなと思います。変化の嵐が吹き荒れる中、既存の体制は依然権威にすがりつき、途端に現実に近づいてきたぞ。なんだそう。あれ突然リアリティが500万倍ぐらいになったんですけど。既存の権威にすがりつき。はい。一切の代償を顧みず、過去の栄光という幻想を守らんとす。本邦ですね。本邦ですね。ちゃんとリアルな日本だった。ね。大丈夫な感じか。はい。ちゃんと。多くの者は伝統の締め付けの中で新たな可能性を模索し、彼らの夢見る平穏な未来はあまたの川の流れとともに運ばれゆく。いや、運ばれてる感しなくないです、最近。なんか川の流れをせき止めてる勢力がいるような気がするんだけど。悪意を持ってなんか岩をみんなで川に投げ込みまくってますよね。辺野古基地建設反対。本当に沖縄の権利を返しましょうよ。はい。ね、本当にいや。時は前にしか進まず、過去の過ちは取り消せない。はい、その通りです。はい、取り消せないから変なことしちゃいけないんですよ、マジで本当に。過ちからまた科学、創造、人生の思いがけない道が開ける。どうなんだろう、これ日本人という属性を持つ者としてはなかなか言いにくいな、これ。言い方によるけど。こんな風に前向きなシステムとかを、果たして今本邦生み出せてますかね。生み出せてないですね。だって過ちを認めないんだもん。そうでしょ。でその技術の国とかものづくりの国って言われてたけど、それもね、もうすっかり過去のものになってるけど全然気づかないからな。その曲がりくねった道を恐れることなく歩む者には必ずや新たな夜明けが訪れるであろう。そうですね。いいな。頑張ります。頑張りましょう。
夜明けの街では追い求め迷い阻害された者たちが明日への希望を運んでいく。そして歩むことに疲れた時、彼らは摩天楼の陰に佇む一軒の小さなカフェに立ち寄り、冷たい一杯に静けさを、温かな一杯に癒しを授かる。これはそんな人々の物語だ。ちなみにコーヒートーク1、2はシアトルが舞台でした。はい。はい。なので東京はもちろん今回が初めてですね。なので前回と同様なのかどうか、2026年7月30日木曜日、しかも昨日か昨日おとついか。はい。なんでやっぱネオンのイメージ、やっぱネオン街とかやっぱちょっといろいろ考えた方がいいんじゃないかな。しっかりそういう風にね思われてる。日本ってこういう風に見られてるっていう、ね。まあ必ずしもネガティブではないですけどね。そうけど、っていうところから、まあちょっとやっぱり海外の方が日本を描くゲームに出会うといろいろな複雑な感情が生まれてくるというところが分かってきました。はい、でもこれ大事ですよね。外から見て本邦がどう見られているかってことをやっぱちょっと改めて認識するには、やっぱこういう創作物が一番無意識の中で出やすいと思うので、そうですね。はい。分かりやすい。ただそうですね。福岡にいるとやっぱちょっとネオン街の治安がちょっとあんまり良くないので。ネオンって言われるとちょっとビクッとするっていうことはあります。はい。はい、そして新聞システム健在なんだ。毎晩新聞。子供たちは我々の未来、シアトル気候変動会議が国際青年プログラムを開始。シアトルもちゃんと登場するのかな。なるほど。シアトルとまあなんかちょっとなんだろう。ちゃんとこういうふうにして、まあ、国際協力ね、それこそシアトルとかとなら喜んでするんでしょうけど、ね、南アフリカの国とか、なんかね、拒否って提携解除したりとか、クソふざけたことしてるので。はい。ということで、日本もちゃんと国際的に門戸を開いていくべきだと思います。店を開けていきましょう。はい、なんだかんだまだ鎖国してますよねって思う。いやー、どうも。お取り込み中すまないが、営業中の看板が出ていたものでな。誰かおられるかね。これオートで住んでる？どうやら、今伺います。少々お待ちを。オートじゃなかった。構わんよ。カウンターはピカピカだ。椅子もカップもすべてある。コーヒーマシンも問題ない。もうすぐ豆が届くはずだ。瓶。今受け取りました。全部揃ってますか？バッチリだ。なんとか営業できそうだよ。ドア開けてきてくれるかい、瓶。はい、直ちに。やっぱ日本のイメージって言ったら招き猫なんだな。そうなんですね。というかこれ前作までと同じ店なのかな。なんか見たことある人がいる。待って、娘の T シャツ着てる前々作に登場したあの人じゃないかなっていう気がするんですけど、いやもしかすると、はい、非常に似た感じの人が登場しました。こんばんは。こんばんは。そしていらっしゃいませ。本当にすまないね。まさか開店前だったとは。いや、お気になさらずお待たせして申し訳ない。もっと音楽をかけないと。それともお客さんが運ぶかい？いいのかね。では改めていらっしゃいませ。音楽が。この猛暑のせいでコーヒー豆の入荷がどうも遅れがちでね。東京の夏は過酷だの。まったく嫌になるよ。この辺りの方ではなさそうだね。シアトルから来た。おや。シアトルですか？そんなに遠くから。日本へは観光で？それも目的の一つだが、ちょいと仕事もあってな。それでちと尋ねたい。こちらの店に青い髪の青年は来ておらんかね？いや、店を開けたばかりだとは思うが、そうだね。まだ他のお客さんは見てないよ。青い髪の青年。
ってあんまり思いつかないな。誰だ誰だ誰だけど、青い髪の青年ですか？うん。ひょっとして、ジュンさんかな？初登場キャラですね。そうですね。いかにもそうだ。知り合いかね。ああ、うちの常連さんだよ。よく来るんだ。ただ、今夜はまだいらしてませんね。うん、そうか。ならちょいと遅れとるんだろう。待っている間に何か飲むかい？おう、それがいい。わしのような観光客におすすめの一杯はあるかな？お、コーヒートークが始まるか。コーヒートークが始まるぞ。いや、ほうじ茶が見当たらない。どこへ置いたか。あ、そこです。カウンターの上です。ああ、優秀なスタッフが入れてくれて助かるよ。これだけ暑いと冷たいほうじ茶を出したいところだけど、あいにく冷蔵庫が壊れていてね。死活問題だわ。大丈夫なのかこの店。代わりに温かいほうじ茶はどうだい？意外とさっぱりして飲みやすいんだ。では温かいほうじ茶をいただこう。おー、始まった。始まった来ちゃったそしてこのそうですね、なんか今回ちょっとスマホで情報収集しっかりしていった方がいいですね。なんかそう製品ページ見てみたらやっぱなんかちょっとこれでいろいろ探るみたいな、好みを探るみたいなことが書いてあったので、あ、そうなんですね。まあただその SNS がやっぱり重視されてる、まあ、特に日本っていうこともあってそういう風な作りになってるのかななんて思ったりはした。はい。ということで、この方はですね、トーヒートークで出演していた、この猫族の、娘さんが、アーティストをやっている元プロデューサーのお父様であるような気がします。はい。はい、で、さっき登場した従業員のビンさんっていうのは、まあ、初登場キャラクターですね。で、バリスタ本人がシアトルの人物と同一人物なのかはまだわかんないですね。いやまあただそのお父様との会話がなんか初めましてみたいな感じなので、下手すると別人なのかな。下手するとって言い方変だなけど、なんとなくね、なんかバリスタにも何か秘密があるような感じをね匂わされてるので、もしかするのかもしれないですね。はい、そしてなんか友達るっていうシステムでは SNS みたいなのを見れるんですけど、なんだこれ大川隆平ってドラゴン族おーかなそうですね。中国とかこっち系で見る蛇に近いドラゴンの方ですよね。そうですね。で、ピンさんがこれか。夜の道は私だけのものです。超素敵なカフェで超素敵な店長のバリスタさんと一緒に働いています。幸せ者。決して賄賂はもらっていません。賄賂はもらっていません。ビンさんか。なるほどな。この人がジュンさんか。お前がジュンさんですね。動画がレコーディングアーティストジュンの公式アカウントです。この方はまあ日系なのかな、よくわからないですけど、今夜のジュンライブに行けなくて残念ですが、ライブ映像を楽しみにしています。ジュンさんは本当のなんか、今夜の ZIP 横浜が最高すぎた。新しい瀬戸りみんなどう思った？ 4 日後の東京公演が待ちきれなくない？なんかすげえ人気アーティストなんですね。すごい。すげえ。なんかクソリップっぽいのがついてる。ちょっとぶっちゃけいまいちみたいなこと言われてるんですけど、大丈夫か？そういうことをさ、やっぱアーティスト感想を言うのってそう、感想を言うのは自由なんですけど、それを攻撃的に表明すると誹謗中傷なんですよ。そうですね。意見論評じゃないんですよね。はい。いや確かにまあ髪青いけどっていうか、なんでジュンさんこんなクソリプつけられてんの？大丈夫？なんかでもなんか日本の SNS の悪しき面がしっかり反映されているという苦々しさはありますよね。はい。そうだなって感じがする。そうだねっていう。誰にも脅かぬ歌を大川さん歌ってる。いいねつけておこう。はい。なるほどな。もしかしてあれですかね、いいねとかでも好感度的ななんかもしかしたらあるかもしれない。パラメータが動くのかもしれないですね。
で、いいねつけとくと、そうやって見返せるんだ。いや、ハッシュタグで多分あれしてるんですよね。だから今のところじゅんさんのコメントしかないけど、なんかクソリップっぽいやつも出てきてる。半分ぐらいグラスビーツの曲じゃんっていう書いてあるけど、グラスビーツって何？グラスビーツは正直ひどすぎてじゅんのアルバムだということが信じられません。いや、でもその何これもしかするとなんかバンドとかグループとかでやってたけど独立して、でそれでライブしたけど、その基本的にアーティストのライブってその直近の発売アルバムとかがだいたいセトリに組み込まれてることが多いので、なんか独り言なんだろうけど、だったらハッシュタグに載らない方がいいと思うよ。上司はうちらが家族だと言い出したら転職の考え時、これは正しいな。正しいですね。そうですね。はい。でも今のところこれがどうやって攻略とかにつながってるのかはよくわからないですね。前回のあれだとそのドリップのヒントとかがこれに載ってたんですけども、でもほうじ茶の作り方は書いてある。やったほうじ茶をぶち込みまくるんですね。香ばしさが心地よい、時代を超えて愛される爽やかな一杯。なるほど。確かに。そうですね。キューッと詰めたほうじ茶もいいなって思いますけど、やっぱほうじ茶あったかいとほっとしますよね。香りがすごく、香ばしくて素敵な香りがするので。そうですね。だからほうじ茶とかこういう基本的なものに関しては作り方書いてあるんですね。なので、間違いない提供しないようにちょっと注意していこうと思います。そうですね。ルート分岐っぽい感じに、なるっぽいので、できる限りね。できる限りいいルートを行きたいなと頑張りたいと思います。皆さんをね、いい方向に導きたいからね、頑張りましょう。いやでも本当ね、なんか的確に日本の嫌なところついてきてんの、これなんかすごい研究されてるなっていう感じが。いやね、しょっぱなあれだったから大丈夫かと思ったけど、大丈夫かどころかすいませんこんな奔放でっていう感じだったっていうね。はい。ほうじ茶どれだ？これソイミルクだよね。ちゃんと出るんだ。ココア、これだ。これがほうじ茶だ。そうだ、これごめんなさい、これ冒頭に言えばよかった。このゲーム多分喫煙シーンとその動物性食品のシーンがあるんで、それはご注意ください。はい。そうですね。日本のおかげでソイミルクなのかな、メインが。でもどうなんでしょうね。前回普通のミルクでしたよね、確か。そうなんですよね。なので蜂蜜とかミルク、牛乳とかのそういう乳製品とかが出てくるので動物食にはなっちゃうですね。蜂蜜は相変わらずあるんだな。嫌な方は嫌だと思いますので、はい。ただね、ゲーム攻略上どうしても必要な場合は使用するかもしれません。できるだけ、ビーガンアライな感じでいきましょう。はい。そうですね。つどつど復帰していこうかなと思います。はい。ということで、ほうじ茶を作成します。というか、冷蔵庫ないの大丈夫なの？ということで、多分廃棄かける5ってこれ小さく書いてるな。だから5回しか廃棄できないんだな。リトライ数が、リトライ数が5回で、しかも1日のうち5回なので、来客、お客様の数によっては、もう一切間違えられないっていう震えが起こる可能性がありますね。ビーガン向けの蜂蜜もあるんだ。へー。でもどうやって作るんだろう。それは果たして蜂蜜なんですかね。どうなんだ。蜂蜜ではないですよね。だからあれじゃないですか、豆腐ミートみたいな感じなんじゃないですか。なるほど。けどね、正直蜂蜜に関してはメープルシロップだったり黒糖のそのシロップオリゴ糖シロップみたいなやつとかもあるので。代替があるので、蜂蜜に関してはね、置き換え簡単だとは思うんですけど、そうですね。ただまた養蜂の方々とかがいらっしゃるので、一気にゼロにはできないので、ゆっくりそういう風に変わっていけたらいいかなと思います。はい。ということで、ほうじ茶を提供します。ファーストブルーが、解除されました。どうぞほうじ茶をご賞味あれ。これはうまい。香ばしい風味が独特だの。気に入ってくれてよかった。
君のおすすめに感謝しよう。名前を聞いても？もちろん、バリスタだよ。ヘンドリーさんだ。お久しぶりでお久しぶりです。ということで、ヘンドリー氏、ご本人であることが判明しました。確定しました。確定ですね。そうですねこれはまあ前作見てる方は嬉しいですね。コーヒートークの登場キャラクターで、まあ娘さんとまあいろいろあったりしたんだけど、結局まあハッピーエンドで終わった人ですね。そうですね。はい。ただそのいろいろあったはあったけど、その娘にひどいことをしていたとかじゃなくて、やっぱそのそうですね乗り越えるべき通過儀礼的なやり取りではありました。はい。ただ一歩間違えると旧どっかの某アイドル事務所みたいなことの事件が起こりかねなかったみたいなの被害者になりかねなかったみたいなねところが確かあった。そうですね。うん。うん、まあ詳しくは以前の実況をご参照ください。ご覧ください。はい。はい。ただこういうキャラクター T シャツっていうんですか、これイタ T って呼ばれちゃうのかな、どうなんだろう。やっぱいやでもこれはアーティスト T シャツでいいんじゃないですか。全然いや、てかそもそもだからそのイタ T って言われるのもなんとなく変だなって思ってて、露出してなければいいんじゃないかなって思うんですけどね。そういうなんかでも最近はでも R18 のねコマとかイラストとかをこうしたりするので、あれなんですけど。これはやばいな、ゲーム災害。これは今までの過去ログを見ることができるのか。ログが見れる、便利。便利ですね。まあ、わからなくなったときはこれをクリックしましょう。はい、しかしそして今気づいたんだけど、これ後ろにアリカっていう漫画がすげえ並んでんだけど。あら、K と R が入れ替わると ?K と R が入れ替わると。いや、でも、向こうの人たちはやっぱりな、アキラこの漫画は、なんていうか、すごい分厚いね、大判バージョンあるんですよ、アキラの。だから持ってらっしゃるんだなと思いますね。なるほどな。まあ、アキラは名作なのでみんな読みましょう。はい。私はビンです。よろしく、ビン。ところで、この辺りの見どころは何かね？仕事で純ちゃんと待ち合わせとなると、音楽業界の人かい？そんなところだ。ひょっとしてレコーダーを好きかい？このすぐ先に素敵なレコード店がいくつもあるよ。レコードは好きかとな。好きどころか大好きだよ。以前は、ここ変わってねえな。この人ね、良くないんですよ。昔の呼び方でね、ツアーを呼ぶから、で、そこは、ちょっと、ヘンドリーさん、言い方を改めてください。はい。まあ、前回から変わったら、逆にまあ、そうですね。なので、我々の実況では、逐一、訂正入れられるんですけど、だから、我々がやっている実況では、逆にこう言ってくるキャラが出てくると、その都度問題を提起できるんですけど、他の方々がプレイしたときに、このセリフに違和感を覚えないとなると、やっぱちょっと差別の再生産になりかねないかなとは思うので、まあ、年代はわかるけど、でそれをそう使う世代だろうなっていうのはわかるけど、やっぱちょっと、問題ありますね。複雑な気持ち。はい。ということで、まあ、シアトルとパートナーさんと、レコード店を経営してたそうでございます。はい。ああ、本当ですか？それって、すごく素敵です。ご覧の通り、この店はレコードショップに限りなく近いコーヒーショップなんだ。それで妙に落ち着くのかもしれないな。シアトルの行きつけの店にもちょっと似ておる。ちょっとどころじゃないレベルで似てると思うけど。チェーン店レベルですよ。その店もカフェかい？やはり夜遅くからの営業でな。人の感じ方は人それぞれだが、こうした店があると、どの街へ行ってもすぐに馴染める気がするよ。それは最高の褒め言葉だね。私もシアトルに行ってみたい。ぜひどうぞ、素晴らしい街だよ。だったら、今から飛行機代金時始めようかな。バリスタさんはあえて黙ってますが、本当は心配でたまらないんです。私が飛行機で海外へ行くなんてもってのほかだってね。
よくわかるぞ。わしの娘も心配性でな。あいつの言う通りにしておったらわし一人では一歩も外へ出られんわ。まだまだそこまで追いぼれてはおらんぞ。とはいえ今週はずっと腰が痛くてな。それはお辛いですね。私も今日は左腕が痛くて、先週はずっと背中がきしんで、まともにかがめませんでした。それは初耳だよ、ビン。知っていたら休みを出していたのに。いや、実際ビンさんなんかあるのかな？ちょっと心配ですね。そうですね。で、疼痛は本当にきついので、でも障害年金の対象じゃないらしいので、この国の福祉は何なんだろうなって思うんですけど。はい。ナミさん、コンカラスです。そうだ、バリスタ出身といえば、アレクサンドラ・オカシオ・コルテスさんというですね、ESA の、民主社会主義者の、期待の政治家が、バリスタ出身ですね。いやー、本当 AOC 大統領になってほしいんですけど、ダメですか？ダメなんでしょうか？いや、なってほしいです。マジで。いいでしょ。だって、もう右に行くとこまで触れたんだから、次は左でいいでしょって思うんですけど。そう、いや、じゃないと、もうアメリカぶっ壊されてるので、やっぱちょっとそのぐらいの方が、デンとなって引っ張ってってくださらないと、って思いますよ。ビーガン向けの蜂蜜の説明もありがとうございます。メリバイオという会社が開発しておいて、蜂の労働力を使わず植物性材料で作られている。へー、すげえ。まあでも、もともと、蜜の元っていうと、やっぱ植物から花粉、蜜を集めてくるってことなので、確かにそうか。そうか、蜜そのものから作れるっていうことか。花の蜜ってことか。なるほど。桜とか、みかんとか、いろんなお花から取って、それぞれ味が違うんですよね、蜂蜜。食べ比べっていうか、舐め比べをしたことがあるんですけど、そんな感じ。でも確かにそうですよね。蜂さん使わなくても、どうにか作れますよね、おそらくねっていう。なるほどな。確かに、そうか。花の蜜でさえあればいいんだから、そうやって作ることもできるわけですね。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事に支障が出るほどではなかったので。ただ無理をするなと言いたいんだ。でもじっとしていられなくて役に立ちたいんです。けどすでに十分助かっているよ。私より働いている日もあるぐらいだ。それがせめてもの恩返しです。こっちは拾ってもらった身ですし。別に働かせるためじゃない。うちに空き部屋があって君は家を探していて、それに私の方も張り合いが出るしね。分かっています。だからこそもっと力になりたくて。やれやれ、君にはかなわないな。ビンさんってじゃあ家出してきたってことですかね。でも前の2つを考えると、家出だけじゃなさそう。なんかあるのかな。別のなんかこうもともとないとかかもしれない。地球にもともと家がないとかっていう可能性が。宇宙出身のキャラもいましたからね。そうですね。なので可能性的にはあるけど、ただその拾ってもらったことにこんだけのご恩を感じているということになると、ちょっと確かに変わるっていうか違うかもしれない。ヘンドリーさんだ。これは前回から写真が変わってないですね。娘さんとの若い頃の写真だと思います。まだまだ走り続けるぞいということで、お元気で何よりです。しかもそうですね。やっぱこの写真のいいところっておそらくその妻さんが撮っておられる写真なんじゃないかなと思うと、だから家族3人の愛を感じられるような、とってもいい写真ですね。家族って縛ろうとすると悪いものなんですけど、お互い、概念としてなんだろうな。全てが悪いわけじゃないんですけど、今だいぶ悪い意味で使われることばっかりなので、なんかやっぱちゃんとね、そういう風に健康的な家族っていうか、っていうならね、素敵だなと思います。はい。やはり娘に似とるな。君の方かのビン。レイチェルと年も近そうだ。まだ若いのに体はそれでは難儀だの。
そうですね。でも、毎日痛むわけじゃないですし、すごく疲れてる日は辛いかな。はい。ヘンドリーさんはいい人ですが、やっぱりデリカシーがあまりないですね。前そうですね。回とあまり変わってない。そうやっぱうん。やっぱだからこの年代はそうやって自分がその差別にさらされてきてそれが刷り込まれているってことをまず自覚するところから始めないといけないんだなっていうところをね、ヘンドリーさんは教えてくださるキャラクターですね。ですね。で心配性のお父様と、それに私は子供じゃないって反発する娘っていう構図だったんですが、それがどうもひっくり返ってるっぽいですね今ね。そうですね。レイチェルさんの方がお父さんをちょっと心配してるってことなのかな。ね。なるほど。義手の調子がおかしい時も。この腕の痛みも多分そのせいだと思います。よく故障するのかね。たまに。実はこれを作ってた会社が倒産して、故障しちゃうとどうにもならないんです。けど本当にごくたまにですよ。さてと、私は在庫をチェックしてきます。さっき荷物が届いたところですし。まあ別に急ぐことでもない。ただ一応耳に入れておくと、今夜は人気バンドのライブ配信がある。君は見たいかと思ってね。はい。なら在庫チェックは後回しにして見ちゃおうかな。ありがとうございます、バリスタさん。ではヘンドリーさん、ごゆっくりどうぞ。また会おう。こうやってプライベートも楽しんでいいよっていう雇い主と、それを許容するっていうか当然のことだよねって言える客っていうのは日本にはないのでちょっとびっくりした。ね、休憩中にそんなことをするなんてって言うでしょみんなどうせ。そうですね。あまりいい意味で日本には珍しい関係性を築いている、ですね。ですけども、でも B さんだから左腕のところが義肢なのかな、わかんないですけど、今のところ。ただやっぱでそういうメディカルだったり福祉だったりっていうところのノウハウを持ってる会社を倒産させるような国はろくでもないと思います。はい、そうですね。ビンはあまり体調のことを話さんのかね。そうなんだ。ビンがこうなったのも割と最近のことなんだよ。頭には健康そうな若者にしか見えんのにな。ああ、それで余計に難しいんだ。いろいろとね。なるほどの。それでも君たちは素敵なコンビに見えるぞ。ビンがここへ来てどれぐらいかね。もう数ヶ月になるよ。店としては大いに助かってるけれども、正直なところカフェで働くのが夢ではないだろうしね。ビンには他にやりたいことが？今は特にないみたいだけど、いずれは自分の道を見つけてくれたらと思うよ。幸せになってほしいとね。まったく若さが羨ましいの。悩みは尽きんが可能性に満ちておる。もっともだよ。なるほど。今ポストがポンって出ましたね。増えましたね。なんだストーリーズ。今日はオーラドロップのソウル公演を配信で見てます。レーザーの演出がやばすぎです。あ、ジュンさんじゃないんだ。ですよ、誠さんっていう人が出てくる予感がしますね。名前がそうですね。いいねをつけてる人がいる。今日カフェに新しい豆が入りました。お気に入りのコーヒーで味わうのが楽しみです。レシピ。これは、誰か美味しいホットココアのレシピ知らない？これぞ飲むチョコバー。ココア、蜂蜜、牛乳であとは混ぜるだけ。こじゃれた泡立て器も複合です。これ教えてくれるのか。面白。ロイヤルミルクティーは定番の癒し。紅茶とミルクの割合は1対2。これが王室に好まれる比率です。王室はどうでもいいけど。そう、ただね、ロイヤルミルクティーって日本で生まれてるんですよ。
あ、そうなんですか。なぜかっていうと、向こうでロイヤルミルクティーなんて呼ばないんですよ。確か。はい。あ、そうなんだ。なので、そのロイヤルミルクティーっていう名前自体は、日本で勝手にイギリス王室のイメージが強いからだと思うんですけど、それでついてるんですよね、確か。あ、でもこれ自動で発見されるわけじゃないんだ。自動で発見されるわけじゃないということは、だから今後震えながら調合っていうかこの要はこれをコピペするなり、なんかスクリーンショットを撮っておくなりして、参照しておかなければならないということか。ならない。なるほど。なるほど。とりあえず今スクショしました。はい。ありがとうございます。いや、レシピ大事ですからね。導く。いや、そうですよね。このゲームやっぱレシピ大事なんで、まあ間違ったもの出すとね、まあストーリーは別に崩壊したりはしないんだけど、やっぱり展開がうまくいかなくなったりするので、そうなんですよ。そこが難しいゲームなんですよね。ね、前回もちょっとそうやって、ね、レシピでいろいろあれってこう思ったように進まなくなってやきもきしちゃったことがあるので、まあやっぱちょっとね、全員的に導けるように頑張ります。頑張ります。それにしても順は遅いぞ。時間にルーズな方なのかね。個人的にはそうは思わないな。何事にも真剣でプロ意識が高いという印象だよ。ああ、わしも同感だ。いや、単に SNS に投稿しているからでは。何事もなければいいが。あれ？もう揺れた？大丈夫かな？あ、いや、もうすぐ。気のせい。大丈夫です？大丈夫です。あ、皆さん本当地震気をつけてくださいね。あ、いや、揺れてる、揺れてる。揺れてる？ちょっと待って。ちょっとストップ。ちょっと一旦ミュートにします。はい。ちょっとストップします。今ちょっと、ニュース今確認しますね。ちょっと私の方は大丈夫なんですけど、地震が起きている可能性があるので、ちょっとゲームをストップします。はい、皆さん、身の安全を第一に、気をつけられてください。はい。あ、すみません、戻りました。今、熊本地方で地震震度4だそうです。推定ですけど。震度 4？ いや、大丈夫ですか？大丈夫です。そう、福岡もね、割と揺れるんですよ。10年前の地震の時もだいぶ揺れたんですけど、棚のもの飛んできて、間一髪死にかけ、どいてなかったら多分怪我してたんですよね。なんかパッと起き上がった瞬間、その頭上にね、だいたい頭上に棚を置いていく自分が悪いんですけれど、パッと起き上がって抜いた瞬間、中身がバーンって降ってきたっていうことがありまして、で、まあ今回は大丈夫かな。いや、まあさっきのは大丈夫だったんですが、夜に震度4はきついですよね。皆様どうか身の安全を第一に、枕元にね、貴重品とか保険証、免許証、身分証明書ですね。と、あと盗まれたら困る通帳系と、あと履物、靴を枕元に置いておくのをお忘れずにというところですね。ガラスのところとかで素足で歩くと怪我をしてしまうので、そういうふうに、備えるだけ備えておきましょう。すいません、ご心配おかけいたしました。いえ、とんでもないです。今、これまたやっぱり熊本地震の余震ですね。熊本県熊本市で震度5弱で出てますね。嘘。はい。そっか、熊本で5弱ならそうですね。福岡もちょっとは揺れるかな。多分1か。福岡ではいいと、こっちの、だと3になってますね、今。はい。どうか、夜ぐらいはゆっくり眠ってほしいんだけどな。やっぱちょっと、昨日もね、烏丸さんの時事雑で、いろいろ、そう、時事雑談でこう、取り上げられてましたけど、プライベートのない、ね、一応なんでしょう、パーテーションだけあるっていう、クソふざけたあれと、やっぱ、イタリアとかでしたっけ、ちゃんときちんと整えてる国。そうですね。なので、やっぱそうだな。なのでやっぱこう避難所の、そういうプライベートのプライバシーの保護っていうところをちゃんとしないから、そのマイノリティが被害に遭いやすいっていう。だからこう
常に張り詰めておかなきゃいけないっていうことにもつながってると思うので、うんうん。やっぱ、まあ、災害が多い国だって分かってるんだから、やっぱちょっと、うん、ただもうね、私ずっとね、今の政権で何かしら天災が起きたら人災が起こるって言ってたんですけど、うん。もうだいぶ秒読みだし、福岡県自民党がクソみたいなことしてるので、ちょっとやっぱちはいはい。ょっとどどっちもやめてほしいなって思います。はい、すいませんでした。ありがとうございます。ということで、とりあえず風で、花さん大丈夫です？そしたあ、ら。大丈夫です。はい、安全確保しております。ありがとうございます。はい。皆さんも最大限安全確保してですね、私たちはちゃんと、ゲームのアーカイブはいつでも残しておりますので、はい。いつではい。も好きな時に来て、くれればと思います。本当余震続はい。いてるのでですね、九州地方の方は特にご安全になさってください。うん。それではゲームの方再開させていただきます。はい。はい。音楽とか大丈夫でしょうか？か。おっと噂をすればということで、ですね、さっきちょっと展開があれだったんで、もう一回あれ見直ししようか。すいません。じゅんさんじゃねえ、じゅんさんが遅いのか。じゅんさんも遅いけど、なんだろう、うん。ビンさんも帰ってこないし、二人は大丈夫なのかって言ってる時に本当に地震が起きてしまったので、ちょっとね、なんかタイムリーすぎてちょっと嫌だったんですけど、ね。はい。ということで皆さん本当ご安全にしてください。で、今、チャイムが鳴ったので、じゅんくんの方が来るかなっていう感じですね。はい。初登場ですかね。お、来た。お、こんばんは、バリスタ。いらっしゃいませ、じゅんさん。なら、あなたがヘンドリーさん？いやいや、じゅん。メールで話せて嬉しかった。こちらもだよ。そして直接会えてもっと嬉しいぞ。本当にな。遅くなって申し訳ない。いや、気にせんでくれ。ユンさんは何をいじってるんだろう？葉っぱ？そしてなんか日本の妖怪とかをモチーフに妖怪した系ですかね。感じなのかな。こういう呪術とかつけてるとカッパなのかな。でもカッパで青はなさそう。カッパっぽくはないかな。でもし葉っぱだとするならタヌキなのかなって思ったけど。タヌキの可能性もあるのかな。いや、葉っぱでよく変化するみたいな話あるじゃないですか。そうですね。だけどどうなのかな。でも素敵なキャラデザですよね。今までになかったパターンの方。そうですね。なんかこういうクール系の男性っぽいキャラクターはあんまり見ないかったかなと思います。あ、そうですね。よくよく見ると、今気づいた。本当だ。ドラゴンの柄が。下手すると竜神とかかな。いや、竜神とかの可能性もあるのかな。はい、ちょっとジュンさんのことに、プロフィールに期待して進めていきたいと思います。はい。ふむ。調子はどうかね？まあ、ぼちぼちという感じかな。なんかネットで叩かれてましたけど大丈夫ですか、ジュンさん？いや、なんかちょっと繊細そうでちょっと怖いな、そこは。今後大丈夫かな？待って、米津玄師さんモチーフじゃないです、もしかして。もしかして意識してるかもしれないな、このキャラデザ。いや、ただね、可能性的に。はい。ていうかやっぱクリエイターって繊細な方が多いっていうか繊細じゃないと作れないと思ってて、個人的には。じゃないといろんなディティールにこだわったりとかできないと思うので、やっぱだからアーティストとして出さなきゃ曲を出して自分が舞台に立たなきゃいけない方ってその繊細さを抱えたまま、ああいうさっき見た、ね、SNS でのちょっとした悪意みたいなものに立ち向かわないと対峙させられてしまうっていうところがあるので、やっぱそこ難しいなって。ですね。いやまあ米津さんいろいろあったんで私も最近ちょっと批判的になっちゃってましたけど、でも最近ねやっぱりニコ動カルチャーとか5チャンネルカルチャーとかロワーク系カルチャーとかで育ってきた人がいかにやばい感性持ってるかっていうのを目の当たりにする機会がまあちょっといろいろありましてやっぱりニコニコ動画出身でレベルなのはですねやっぱり米津さんは相当ね頑張った方の人なんだなっていう、何目線だって感じですけどいや、まあ正直奇跡ではあるけど、奇跡的なレベルではあるんですよね。ワールドカップにねカラスっていう曲を出してて本当は多分ね、カラスマ100のために書き下ろしたと思ってるんですけど
なるほど。であとはそのキングダムかなんかもうなんかテーマソング書いてるのかな。キングダムどうなんですか、描写的に差別的だったりとかあります？キングダムな、私読んでないんですよね、実を言うと。でもまあね、中国を舞台にしたロマンであんなにね、今のこれは情勢で日本でめちゃくちゃヒットしてるのはすごいですよね。いやだから日本人の欺瞞を感じますよね。中国文化、チャイナ服とか大好きでしょ。大好きですよね。だし、中華料理も好きなのに中国に対して敵対的ってお前ら一体どういうつもりなんだっていうのが私の中にはあるので、ちょっとなって思ったりはするんですけど、やっぱそうだな。だから米津さんきちんと、もっときちんとなんかね、マイノリティの味方で居続けてほしいので、そうですね。味方というか安心して押せるクリエイターのままでいてほしかったんですけど、まあ、今後に期待していきたいなと思います。我々もね、いつか対談したいなと思っております。はい、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。すいません、だいぶ話がそれました。彼は米津さんではありません。はい、じゅんさんです。はい。そうか。正直私は今回の件に胸が躍っていてのレイチェルなんぞわし以上に楽しみにしているぞ。コラボすんのか？でもなんかすごいノリが悪い。本当に大丈夫かね？いや、正直あまり大丈夫ではないんだ。あなたに余計な負担をかけたくないが、いや気遣いは無用だよ。何かあったのかね？端的に言えば、俺はレイチェルとのコラボにふさわしくない。やっぱりそういう展開なのか。なんと？あなたをがっかりさせるのは不本意なんだ。それでもここ最近の出来事を考えたら、正直あなたが約束を守ったことの方が驚きだよ。待ってくれ、一体何の話だね。はい、すいません、前作知らない人のために解説すると、レイチェルさんは、割とスーパーなアーティストとして活躍しておられます。この T シャツに書いてある、ヘンドリーさんの娘ですね。で、本来はちょっと親子なんでっていうところで、いろいろあったんですけど、ヘンドリーさんは、プロデュース業みたいなことをやってる人です。はい。っていうことですね。今多分娘さんなのでレイチェルさんの専属マネージャー兼プロデューサー的な感じ。そうですね。でなんか動いてるみたいな感じですね。非常に親子仲も良好だということですよね。描写を見る限りは。逆に心配されてるみたいですけど、はい。もちろん俺のツアーのことさ。それがどうかしたのかね。あなたは報道を見てないのか。いや全く。いや、日本語の報道は見てないでしょうね。多分観光客が見るかって言ったら見ないですよねっていう。率直に言って俺の才能は底打ちらしい。待ってそれはどういう意味かね。要するにファンは俺の進歩を嫌ってるんだ。何もそこまで自己否定せんでも。酷評の嵐だよ。平均で星1個半しかない。それはひどいな。いややっぱ星1個半はひどすぎないですか。やっぱねはい、こうやってたくさんの方々の心を折ってきたのが SNS の悪意なんですよ。で特に日本ねちっこいでしょ。いや海外がないとは言いません。ただ私は日本のことしかわからないので、今んとこね自分が住んで自分で体験してる SNS の国の県ね、は一応日本国内圏内なので、言うけどやっぱそうやって誹謗中傷されてる、自分がだから評価されてないので、レイチェルさんとのコラボに際してだからレイチェルさんにまでこう飛び火するんじゃないかっていうところですよね。でおそらくだからヘンドリーさんとジュンさんのやっぱ育ってきた環境が違うので、いや周りが何て言ったって自分の好きなことやればいいじゃんって。私は君のことを素晴らしいと思っているから、ぜひレイチェルとコラボしてくれってヘンドリーさんが思っていても、自分の評価を他者に委ねてしまうっていうか、それを真に受けすぎてしまうっていうところの、割とだから価値観の違いって、世代間もあるでしょうし、あとはそうですね、そういう教育の賜物じゃないですかね。
ということでですね、まあ、友達るというなんかちょっとヘイトっぽい SNS によると、ジュンさんはちょっとですね、グラスビーツという新譜を出したんですけど、これがなんか一部の人間に酷評されていて落ち込んでしまってるようですね。はい。でもなんでそんなにダメだったのかっていう、っていうか、よくわかんないですね。まあ、それ本人も納得いかない出来だったのか、それとも、いいと思って出したのにこんな目に遭っちゃってるのかによって全然話が変わる気がするんですけど。まあ、ただ、これだけこう、なんでしょうね、アーティスト気質、職人気質の方が、良くないと思っていて出すことは多分できないと思うので。そうですね。どうなんでしょうか、その辺が。まあ、なら大絶賛とは言えんか。ヘンドリーさんにしてはすごいフォローしてる。が、世間の評価など当てにならんぞ。いくつかのレビューを読んでね。そいつは良くないの。俺のサウンドはマンネリの極致らしい。歌詞も過去の曲の焼き直しだってな。何よりも悔しいのは、その指摘が間違っていないということさ。君はちと自分に厳しすぎるぞ。私もそう思う。そうかい？ 10 年前、俺はこう歌った。君の声は星の海を包む霧のようだとな。そして今度の最新アルバムでは、君の声は星の上を舞うと歌っていた。ほとんど同じだ。むしろひどくなってる。自分では気づきもしなかったよ。つまり、ちょっとスランプに陥っとるわけか。ただ、アーティストって自分の好きなことを書くから似るのは構わんくない？自分のと一緒なんでしょ？このレベルの人っていっぱいいるよね。別に。だってポルノグラフィティとかだってたくさん何かを探してますよ。愛の形探しててなんかね、いろいろ探してますけど。それが何か似てるかって言ったらそうじゃないし、やっぱ自分の感性とか好きなものを推していくから、それが似ることって別に間違いじゃないし、あと音楽の音の組み合わせって、もう限界がある有限なので、好きなコード進行とかが似るとか、メロディーラインがちょっと似るっていうのはもうしょうがないんですよ。だって有限だから。なのでなんかそういう風にして言ってくるのは多分ファンじゃなくてアンチっていうか嫌がらせ目的の人だと思うので、どうか気にせずに自分の好きを貫いてほしいけどな。欲しいですよね。まあ私好きだったバンドで、まあボーカルの人とか死んじゃったんですけど、ミシェルガン・エレファントっていうバンドあって、正直まあ歌詞はだいぶ違いましたけども、10年間でねほとんど同じようなメロディの曲ばっかり作ってたんですよ。でもね全部すごいいい曲なので、はい。だからそういうアーティストもいるし、まあスタイルによるとしか言いようがないし、まあ米津玄師さんだってだからなんかいつも何かを探してるとか、なんかどこにも行けないみたいなフレーズが必ず入ってるとか、そういう指摘ありましたよね。確か。いいじゃんそれでって思いますけどね。でも別にね、米津さんの場合だったらその曲調のアレンジとかはすごいバリエーション飛んでるから、そっちでカバーしてるわけだから、別にいいと思うんですけどね。それぞれ人それぞれやんっていう。そうだからやっぱ結局感覚的なものじゃないですか、音楽のいい悪いっていうのが。そうですね。なのでやっぱそうなってくると自分の心地いいもの作ってたら同じになるわけだから、似てるのが悪いのか、パクリっていうかその盗作は別なんですけど、まあ盗作とかは論外だけど似るのはしょうがないっていうかね。だから今回の件でやっぱ余計にそう思うんですけどね。はい。全然スランプってわけじゃない気がするけどな。君はこの10年間毎年アルバムを出してきたんだろう。どんなアーティストでも燃え尽きるんじゃないだろうか。あなたは優しいな。ただ新曲を歌ってやじられるアーティストっていうのは稀だ。それが今夜のことかい？辛いのジュン、同情するよ。仕方がないさ。ツアーを終えたら少し休んで、それからまた曲作りに戻るとするよ。というか、ジュンさん普通に多作すぎるのでは？
だって10年間毎年ってすごいですよね。すごいですよ。めちゃめちゃすごいぞ、この人。だってシングルじゃなくてアルバムでしょ。アルバムとんでもないですよね。だって1ヶ月に1曲作ってるってことでしょ。フェイスで考えたらすげえよ、そんなアーティストなかなかいねえよ。いねえよ。ちょっと謙遜しすぎでは。はい。いや、そうだから逆になんか似てるなって思った時にその曲とその曲を似てると思った2つを聴き比べて、そこにこそ例えばジュンさんの思いとか、無意識化の何かが隠れてたりするんじゃないかっていう考察をすればいいのに、叩くっていうことはやっぱファンじゃないかなって思いますけどね。ですね。ちなみにすいません、ちょっとついでに音楽の話したかったんで、今パレスチナ連帯を叫んでるマッシブアタックっていう素晴らしいバンドがこの前フジロックでかっこよかったですね。めっちゃかっこよかったんですけど、歌ってたんですけど、一番かっこよかった曲がなんか Girls I Love You っていう曲で、私も初めて知ったんですけど、なんかなんていうの、一緒にコラボしてる人が70年代とかに作った曲をマッシブアタックの人が10年前ぐらいに勝手にアレンジして、なんかダークなトリップポップみたいな曲にアレンジしたらしいんですね。でもかえってすごいなんか意味が反転しまくって、すごく不穏な恐ろしい普通に素朴な愛を歌う曲だったのが、なんか一方的な支配を歌うような曲になってて、それとね、パランティアっていうなんか悪の組織の映像がザザザザザって流れるっていう演出になってたんですよ。でもここまで演出で変わるんだっていう驚きがありましたよね。なるほどな。そういうなんかリスペクトはあるなら、そういう壊し方は正しいっていうか。いやリスペクトっていうか、もうだから一緒にコラボして、その人と一緒に本人と一緒に歌ってるからそう公認なんですよ。じゃあやっぱなんだろうな、アーティストとして正しいというか素晴らしい、ですよね。だからそういうやり方もあるんだなって思いましたよね。すいません、話がそれてね、自分の好きなアーティストの話になっちゃったけどだからジュンさん気にすることない。あなたは十分すごい。本当にあなたは十分すごい。いやマジですごいですよ毎年ちゃんと活動でライブだってしてるんでしょ。だからそうやっていろいろしなきゃいけないこといっぱい。だって曲書くだけじゃ終わんなくて、多分ねアルバムのなんでしょう、一番表に出すプロモーションしたい曲とかは多分ミュージックビデオの撮影とかもあるだろうから、絶対忙しいと思うんだけどな。せめていっぱいおごらせてくれぬか。そいつを断る理由はないね。何にしようか、ジュンさん。今夜はちょいと自分を甘やかしたくてね。実はまだ新しい冷蔵庫が届かなくて、クリーム系のもの出せないんだ。別に構わんさ。ちょいと甘ければそれで十分だよ。そういうことなら飲み物には蜂蜜を加えよう。ただその蜂蜜が行方不明らしい。おい、大丈夫かバリスタ。今夜は物が勝手に動き回るんだ。もしやコーヒーマシンに霊が取り付いたかい？今背筋がゾッとしたぞい。霊は熱中症のせいかもね。皆さんシャレにならないんで、ちゃんと水分補給してください。いや、ほんと水分補給、してくださいね。この間外出久々にしたんですけど、はい、帰宅後めちゃめちゃ目が痛くて、これかと思って、その跳ね返り、でもほんと少ししか外に出てないのにそんだけ目が痛いので、やっぱちょっとサングラスをきちんとつけないと、これは危ないなっていうところを感じました。本当デモとかに行かれる皆さんも気をつけてくださいね。サングラスはね、顔隠すだけじゃなくて、本当ね、普通に夏だと必要なので、はい。そう、目の保護にもなるし、そうですね、塩分補給もしっかりして、ね、行きましょう。はい。ということで、なんか蜂蜜があったそうです。何言ってんだ、バリスタ、大丈夫かっていうか、さっきあっただろ、ただに。いや霊が取り付くもあるけど、つくも神の可能性もある。そうですね。なら完璧だ。そしたら蜂蜜とミルクをちょいと加えたホットココアをもらえるかな。ということは、だってホットココアはどこだい？ホットココアは未発見だから、
ちょっと待てよ。さっき、あれ言ってませんでしたっけ何か。ココア、でもチョコバ蜂蜜、ーでしょ、あれ。ココア、蜂蜜、ソイミルク。ココア、蜂蜜、ソイミルク。うん。だから、これレシピって多分、これのことなんじゃないのかな。かな。ただね、そうこのゲームのすごいところって順番を入れ替えることでも出来が変わっちゃうんですよ。はいはいはい。ね。ココア、蜂蜜。そうですね。だから入れる順番も重要なんで、だからここにココア、だ蜂蜜。これ牛乳じゃないですか。豆乳じゃない。でもどうなんだろう。今牛乳ないんでしょ。いや、ありますよ。ありますっけ？でも牛乳、そうか、ソイミルクだから牛乳扱いにならないのか？そうですね。ミルク。どれ？ミルク。でも今出せるミルク多分ソイミルクしかないですよね。ソイミルクしかないですよね。ちょっとやってみるか。まずココアですよね、メインは。ココアアガベです。そして蜂蜜。でこのメイン材料とサブ材料を入れ替えることでだいぶなんか変わっちゃったりするっていうのがすごい難しいんですよね。そうなんですよね。なのでとりあえずこれでいってみましょう。はい。そうですね。これでどうなるか。お、チョコビーソイ。いい感じじゃないですか。かわいい。かわいい。素敵。いいな。かわいい。でちゃんと豆乳のカップがよく見るちゃんと四角の豆乳パックだったので、すごーって思いました今。はい。なんかリアリティありますよね。そう、なんかね、星とかハートのサングラスとかいいですよね。ね、みんなご機嫌でいきましょう。ご機嫌でいきましょう。ぶち上げていきましょう。はい、出してみよう。チョコビーソイをどうぞ、ジュンさん。果たして正解なのか、これが。チョコビーソイとなんだかおしゃれな響きだの。ヘンドリーさんも今度飲んでみるかい？ぜひそうすべきだぞ、ヘンドリー。実に美味しいよ。気に入ってくれたみたいでよかった。よかった、おそらく正解かな。多分大丈夫でしょう。蜂蜜ココア入ってるから、ミルク全部入れてる、あるから。入れてるので大丈夫。多分大丈夫。大丈夫。そうですね。なんか全員統一して浮かれたサングラスでデモとか行きたいですね。いいですね。バチバチに、お化粧していいですね。いずれにしても一歩ずつ先に進んでいくしかないよな。3日後にはまたコンサートがある。尻尾を巻いて逃げることはできんさ。いや、普通に超人気アーティストの振る舞いだから大丈夫だと思うけど。全然何の問題もない。本当に逆にそれで発表してくれてありがとうぐらいなレベルなので新曲をやるときだけちょっとアレンジとか加えればいいんじゃないですかね。そしたらなんかあんま文句出ない気がするんだけど。いずれ運は向いてくるぞな。明けない夜はないとも言うしの。なんだ突然コーヒーが浮き出した二手演出が入ったこれは特に操作してないですが、ゲーム上の演出です。です。これは一体どうやらこいつはコーヒーのせいでも熱中症でもない。間違いなく幽霊の仕業だ。今何の仕業と？幽霊だな。なぜそんなに落ち着いとるのだ？騒ぐようなことかい？ただの幽霊だろう。何を言っとる？幽霊は強くて恨みが深くて恐ろしいものだぞ。どうかわしを傷つけんでくれ、幽霊殿。今すぐやめなさい。今すぐやめなさい、あやめ。誰だろう？誰だ？わかんないけど。二人で同時に喋っちゃった。鹿？新キャラですね。鹿さん。鹿さん？奈良の鹿さんではない。違う。トナカイかな、鹿かな、どうなんだっけ？でも日本だったら日本の鹿かもしれない。
山の神、山神様だったりするので、そう、鹿はね、神の使いだったりとかするので、そっか。この子ってマジありえないし。ごめんなさいね。あやめが礼儀を知らなくて。あやめとな。隠れてないで出てきなさいよ。いや、こんばんは。誰に話しかけとるのだ。俺は失礼したよ、ヘンドリー。どうやら俺の隣に若い女の幽霊が座っているようだ。お兄さんには私が見えて、そっちのじいさんには見えないの？盲目はダメです。そうですね。はい。ダメです。これは非常に失礼な言い方ですね。もうちょっと、っていうか待って、じゃあ、あれ、ジュンさん、視覚障害者とかなのかな？どうなんでしょう。わざとこの髪型にしてるだけなのかと思ってたけど、よくわかんないっすね。どの道ですね、当事者であろうとそうであろうと、それは言うこと失礼なので。ダメですね。相手の障害についてこっちが尋ねるとか、これもしかしてこれなのっていうことはダメです。相談を受けた時とかはね、また別だろうと思うんですけど。はい。せっかく素敵なキャラクターなのになんかちょっとしょっぱな幸先が初期印象があやめさん最悪なんですけど、大丈夫かな。ね、それってウケるし。あやめ、失礼でしょ。まあちょっと失礼すぎますね。はい。っていうかどういう関係なんだこの二人は。いいんだ、本当のことだしな。ジュンさんはこう言ってるけどよくはありません。はい。ちょっと待って、もしかして目が見えないのに余計に毎年アルバム出してるんですか？またさらに天才だろって。いやだって正直今の日本社会2026年のこのコーヒートーク東京の東京がどうななんだっけグランマ小池だったりするかもしれないのでちょっとわかんないんですけど、はい、違うとしても、今の日本社会のことで考えると目が見えないということがどんだけ日常生活に支障が出るか、私もちょっとおばがね、失明視覚系でもほぼほぼ見えてないんですけど。あ、そうなんですか。やっぱ、なので会場が必要だったり、それでもね、障害者の手帳とか認定とかそれもなかなかやっぱ厳しいっていうところがあったりとかするので、そっか。ディサビリティのアーティスト出てくるのやっぱ心強いっていうか、エンパワーメントになりますよね。もっとも俺の場合は見えるというより気配を感じるといった方が近いが、わしが感じるのは寒気だけぞな。君にもその幽霊のお方は見えるのかね、バリスタ君。ああ、見えるよ。わしだけ蚊帳の外か。さっきまでビビってたくせに。実際に見えたら漏らしちゃうかもね。それもどうか。あやめさんちょっとやばいかもしれない。あやめさんあとなんだろうな、もしかすると日本のギャルが間違った輸出のされ方してませんかこれ。いやなんかそういう感じなのかな。だいぶ突っ込みすぎている気がするんですけど。やっぱこういうのはだから日本のアニメーションとかの影響大きいと思うので、そうですね。やっぱオタク反省した方がいいと思います。はい。はい。ね、やめなさいってば。彼女は今何と？聞かない方がいいよ。むしろ聞こえない方が幸運だって、本当に。勝手についてきといて。ひどくないおばさん。さっきからすごいジェンダー的な揶揄上げつらきが多いんですけど、やめさん大丈夫ですか？改心していく途中なのかな、ちょっとわかんないけど。ちょっとだいぶ厳しいな、あやめさんのセリフだけ。なんかこの子だけ突出してますよね。他の人たちは割とちゃんとしてるのに。さすがにレイチェルさん
さすがにその右の人怒ってるけど、レイチェルさんですらこんなこと言わなかったはずなんですけど、どうだっけ、言ってましたおじさんとこに。レイチェルさんはお父さんに対しては結構言ってた気がするけど、他の人に対しては言ってないと思う。ね、すごくフレンドリーで対等なこの人ね方でしたもんね。はい。ちなみにすいません、さっきヒヒって私が笑いました。はい。はい。あやめのセリフ。スタペロしてたので言っとこうかなと。そうですね。セリフは流れてないですし、実際聞こえてもいないですね。はい。でしかもおばさんって言われることは侮辱かもしれないけど、おばさんになること自体は別に悪じゃないんですよ。そうですね。おばさんを侮蔑の言葉っていうか、からかいやぎつらいの文脈で使えるっていう本法がおかしいのであって、はい、って思いますけどね、若いことがステータスではないはずなんですけどね。あんたね、今度またおばさんって言ったら何？ちゃんと働きなよ、おばさん。私があっちへ旅立てなかったら上司に何て言われるかな？ああ、もうどうせ自業自得ですよ。霊媒師とかかな？霊媒師とかなのか？なんか高齢術とかする感じなのかな？急に割り込んですまないが、そちらの君はというか事情を説明してほしいな。福だよ。福さん、そのだね、なぜに福さんは。半分姿が見えないガキンチョの相手をしてるのかって？まあ仕事だからね。一応はさ、死の門の受付をやってるの。死のなんと？死の門、入り口だよ。あの世への死者たちが使うの。でね、普通は次の方どうぞって話して通して終わりなの。けどこの子が門をくぐろうとしたら聖者の世界に引き戻されちゃってね。ロケットみたいにバシューンって。だったら現世に未練があるってことでさ。普段は未練対策部の同僚が対応するんだけど。ひねりのない部署名だの。そうだね、ソウルソサエティみたいな感じでおしゃれに解説した方がいいかなと思いますが、なんかブリーチを見て思いついたみたいなそういう人たちがいるんだ。もしかやっぱ多分日本のサブカルチャーからちょっとずつエッセンス取ってるのは間違いないなって今思いました。そうですね。ほんとそれ。あんなボンクラどもりできるなら私にもできるわって思ったわけ。まあボンクね、あんまりいい言葉じゃないけどギリギリセーフかな。あんまり差別的なニュアンスはない気がする。そう何も考えず使い続けてるけど、ボンクラって待ってどういう意味だろうって今ふと思っちゃって、怖いな。こういう日常にやっぱ普通に使われてた言葉だけど、その普通が普通じゃなかったってことに気づく瞬間の恐怖ですよね。そうですね。ヤクザ用語なのか。裏社会用語、反社会的勢力用語か。なんかこの2人だけ急に治安が悪くなったんですけど大丈夫でしょうか？大丈夫か？やっぱ死の世界がやっぱ裏側、この世の裏側的な感覚で見ているのだとするなら、そうでしょうね。今もそう思ってるよ。けどこれが意外と大変なんだな。マジで死にそう。すごい皮肉でしょ？それで、どういう未練なのかね。もう私がまだ話してんじゃん。あんたの声は聞こえてないよ、小娘ちゃん。ボンクラは博打用語なんですね。なるほど。なるほど。小娘ちゃんって呼ぶのやめてくんない？確かにこれは
失礼。そう、それは確かにそうだけど、あなた同じことしてるから、そこはなんでしょうね、やり返されて当然ではなく、自分がやってることの行いを言ってる言動をちょっと考えた方がいいですね。そうですね。同じことやってるのでね、あやめさん。はい。おばさんって呼ぶのやめてくださる？やめないよーだ、おばさん。精神年齢がだいぶ若いのかな？でも本当に10代前半なのかもしれない。多分ティーンな感じ、かもしれない。やるね。とにかく未練の件については、こちらの生意気さんは何一つ覚えてないの。どうやって死んだかも、どこの出身かも、自分の名前すらもなんにも。ああ、そっか、それでこういう話になってるのか。なるほどな。確かに、まあ死者って記憶がないことが、まああったりとかって、まあするって聞いたことはあるし、ホラーものでもそういう設定のやつ読んだことあるなと今思い出したんですけど。そうですね。だから帰る場所がわからないみたいになっちゃうっていう。でも、名前を選ぶセンスはあるでしょ？あんたがあやめだって柄だと思う？可憐なお花に失礼って恩よ。この子が覚えてるのは自分の死に同郷が関係してるってことだけでね。けどそういったのもどうせ東京のバー巡りがしたかっただけでしょ。つか自分も結構楽しんでるよね。そこはまあ別腹っつうかさ。いやはや、今回の旅に備えて日本語は一応おさらいしてきたつもりなんだが、英視力も鍛えといかんとは思わんなんだ。いや、それは無理だと思う、ヘンドリーさん。っていうか、すごいの、ヘンドリーさん、だからジュンさんとどの言語でお話ししてあるんだろうと思ってたけど、でも日本語で勉強されてきて喋ってるんですね。すごいですよね。さすがヘンドリー。ということで、ちょっと、ですね、さっきのやつ正解だったかわかんないけど、友達が更新されているので、あ、福さんだ。写真がいいですね。いろんな顔と帽子があるけど、お気に入りはでっかいグレーのやつ。あ、これが福さんなんだ。最近、さっき誰か美味しいホットココアのレシピ知らないって言ってた人。いますぎる。一文字消して映画タイトルを台無しにしよう。ハットスリラー。一文字足して映画タイトルを台無しにしよう。スター・ワッツ一文字変えて映画タイトルを台無しにしよう。ザ・コットファーザー。なんか普通にルカチのツイッターみたいな感じのノリの人だ。こういうネタだいぶイメージが違う。で、いやこういうネタはね、誰も傷つけないから面白いかなと思います。こういうのは、いいですよ。面白いな。割となんか神秘的な見た目ですけど、軽やかな面白い方みたいですね。そうですね。俺の仕事より危険なものはそうそうないと思っていただけだよ。娘が欲しがる最新ゲーム機を怖がる方がよっぽど怖いって知っていたか。ちょっと待って。これ、ジョルジュさんじゃないですか？あ、本当だ。ジョルジュさんだ。ジョルジュさんだ。久しぶり。コーヒートークに1、2どちらにも出ておられた方です。詳しくは見てきてください。はい。警官のジョルジュさんですね。はい、珍しい世にもカラスマラジオで絶対出てこない善良警官のジョルジュさんです。はい、そうです。はい。そうですね。そうです。警官の上にブラックの方なので、いろいろなね、多分苦しみとか差別とかに立ち向かってきた方じゃないかなって思います。例えばそうだ、ジョルジさんも怖がりでしたね。だからジョルジさんとそうヘンドリーさん幽霊に弱いんですよ。そうだ。そうだ、前回のファンの人には結構いろいろくすぐり要素が多いですね。いや、いいですね。こういうの好き。はい。まあ前回見てない人はぜひともですね、レビュー、全部実況してるんでよかったら見てってください。はい、見てきてください。よろしくお願いします。お願いします。
落ち込むことないよ。そこのお兄さんは、なんか見える気がしたの。力があるっていうかさ。力とな。なんてことない。単に霊感が強いっていうだけだよ。けど、あなたはむしろ見えなくて普通だし。でも、あなたはなんで見えるわけ？それはまあ、ここは私のカフェで皆さんは当店のお客さんだからね。まあ、前回のバリスタも謎が多かったんですけど、今回のバリスタもちょっと謎が多いですね。もうだいぶ、もう初っ端から謎多いですね。はい。大切なお客さんの姿が見えなければ、店のオーナーとしては失格だよ。そういうわけで、お二人にも何か飲み物を作ろうかい？ほらね、ちゃんとお客さん扱いしてる。あなたも少しは見習えば？もう、黙ってよ。でも冗談抜きで、喉が渇いたな。何にしようか。コーヒーよろしく。ブラックでね。ここは素直にブラック。多分あれでしょ。コーヒーですよね。できるはず確か。うん。ですけど。うん。レシピはないから、まあ多分勘というか前作でね、それが好きなキャラクターさんがいたので、うん。コーヒーか。コーヒーです。ってみますか。はい。でもだって他の入れたらもうブラックじゃないですもんね。エスプレッソ。はい、エスプレッソを提供します。はい。ブラックコーヒーお待ちどうさま。苦くていい感じ。好みだな。かなりレベル高い一杯だね。お、気に入ってもらえたっぽいですね。おー、よかったー。なるほどな。絶対に、またここに来なきゃだわ。いつでも歓迎するよ。というか、なんか、あなた方は割と気になるというか、ちゃんとあやめさんに改心してほしいと思ってます。いや、それはそう。ここに来る中でね。だって、あやめさんはどうする？何を作ろう？あやめさんってやめてくれます？めっちゃババ臭いじゃん。だからさまあでもね、正直日本が国外に輸出しているギャルとかティーン、日本のティーンの姿がこれだという、まんまなところは感じちょっとはあるかもしれない。なので、我々やっぱちょっとそこは受け止めて今後の改善に努めていかないといけないなって思いました。はい。はい、あやめちゃんでいいよ。よろしくね。そんで頼むの？頼まないの？もちろん頼むし。甘くて可愛いのがいいかな。ラテアート付きの。出たわね、ラテアート。ミルクたっぷりの甘くて可愛い一杯をちょうだい。素敵なステンシルの飾りを添えてね。なんか急に高度な質問になったぞ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。烏丸さんの大好きなラテアートの時間ですか？これは。なんでラテアートが好きなことになってるんですか？あれ？いや、多分皆さん、リスナーの皆さん、烏丸さんのラテアートを多分首を長くして待っておられたと思うので、はい、1時間半始まって、やっと皆様もね、お楽しみの時間ですよ。まあ多分今までもだいぶ面白かったけどね。でもこれもしかしてロイヤルミルクティーで正解なのか？いやでもラテアートなので多分コーヒーに砂糖にミルクにラテアートなのかな。でもラテアートが出現しなかったら不正解ですよね。ちょっとやってみるか。そうですね。であとなんか今作なんか変わったらしくて、なんかラテアートもなんかステンシル
型抜きの紙を置いて、その中に粉砂糖とかココアパウダーとか振りかけて、こう、模様を描くみたいな、あれも追加されてるらしいんですよ。あ、そうなんだ。なんですよ。という紅茶でいいのかな、コーヒーどうなんだろう。でも紅茶ミルクでしたよね。甘くて可愛いなので、蜂蜜いるんじゃないですかね、だったら。どうなんだろう。でもミルクたっぷりだから、でもミルクたっぷりだとそうなりますよね。ミルクたっぷりだと、やばい。間違えた。冷静に。ミルクたっぷりだと、確かに甘みだと蜂蜜を入れた方がいい。だけど、ミルクたっぷりだと、ソイミルク2つの方ですよね。さっきのレシピ上だと。だからこっちのロイヤルミルクティーを攻める方がいいのか、まあ独自のなんかね、蜂蜜とかを入れてった方がいいのか。美味しいホットココアのレシピって言ってたの福さんなんですね。会話のログ見れますか？会話ログ、はい。ラテアート、だからラテなので、まあでもティーラテもあるから別に紅茶でもいいのか。で、ステンシルが確定。難しいな。さて、まあコーヒーとかの指定がないのでそうですね。とりあえず、でもミルクたっぷり。まあとりあえずこういう時でどうしてましたっけね。なんか紙に載ったり実際のレシピを検索したりしてましたね。割と。ちょっと。でも甘いだから蜂蜜いるのかな、どうなんだろうな。どうなんでしょうね。多分ミルクたっぷりなのでメイン素材がソイミルクでは多分合ってると思うんですけど。だからそのサブ材料をソイミルクにするか蜂蜜にするか。でもそっか、考えたらミルクさえあればいいんだったら、あれか、なんだ、抹茶ラテとかもありなの、抹茶ラテもありなのか。でも軽い苦味。ミルクたっぷりの甘いだから、そっか。なんか微妙だな。そうですね。でもそっか、5回は多分もうこれ多分初日おそらく最後らへんのお客さんなので、はい。ちょっと試しますか。なるほど、いろいろ試してみますか。なのでじゃあまずちょっと紅茶ミルクでいってみましょう。そうですね。はい。まあどういう風に言われるかですけど、ロイヤルミルクティー。でもこれラテアートできないですよね。はい、廃棄します。はい。ということで早速失敗しました。Let me start over。失敗1回なので実績が解除されました。はい。コーヒーかな、じゃあ。コーヒーか、まあ抹茶ですよね、おそらく。そうですね。ここはでも、まあ確かにでもラテにでき、まあでもここはラテもあるし、今なんだろう、ほうじ茶ラテもありますからね。そうですね。ここにあるやつ全部ラテにできるはできるんですよ。どうしようかな。でもそうだな、ココアミルク。甘くてミルクたっぷり。苦味はでも強いのか。いや、でもいいのかな。どうなんですかね。とりあえず作成してみますか。やりましょう。ココア、ミルク。はい。うわー、失敗くせー。失敗くせー。ラテアートはでもかけますね。ですね。だからココアプラスミルクだったらラテアートはかけるっていうことはまあ明らかになりましたけど、ね、はい、廃棄します。じゃあ、ココア、ソイミルク、蜂蜜にでもしてみます？ココア、ミルク、蜂蜜。確かに、甘み強くはなってたので。甘みぶっちぎり強い。はい。確かに。これさっき作りましたっけ？作ってない。チョコビーソイでしたっけ、これ。違う？チョコビーソイは違いますよね。ココア、蜂蜜、ソイミルク。ココア、ソイミルク、蜂蜜になったのか。じゃあ大丈夫かな、これで。多分。作れるっちゃ作れる。
どうなんだろう。あ、でもココア、ソイミルク、蜂蜜だったらさっきと同じものになっちゃうのかな。いや、多分、いや、順番違うと、違うのできるので、これで名前がついたらいいんじゃないかな。ちょっとつけてみますか。はい。助けて。ソイミルク、蜂蜜、ココア。ダメそうですね。ダメそうですね。どういうことだ。じゃあ、やっぱりココアダメなんじゃないですか。ココアダメな気がする。抹茶かコーヒーじゃないから。そうですね。なんかそうだな。コーヒー、ミルク、蜂蜜甘み、でもあんまり甘くないな。ちょっと待ってくださいね。はい。いまいち納得がいかない。これだと少し苦味変わるけど、少し、抹茶ソイミルク、蜂蜜でもいいような気はするけど、どっちなんだろう。でもさっき真ん中が蜂蜜でしたよね、そういえば。だからこういう組み合わせの方がいいのか。これだとチョコビース、そうか、抹茶か。抹茶だから。でもミルクたっぷりだから、でもそっか、甘みを伸ばしたいならこうしないといけないのか。ミルクたっぷりかって言われるとたっぷりじゃない。確かに。どうなんだろう。だから多分ミルクをたくさん使えっていうことだと思うんですよ。だから最悪ソイミルクを2乗とかでもあり。2乗？でも待って、甘みが2しかないな。ちょっと待って、難しいな。コーヒー、ソイミルクでもやっぱ甘みが足りない感がありますね。ということはやっぱり、紅茶？ということはやっぱり、紅茶もダメだな。じゃあやっぱ多少甘い、でも多分純ココアだろうからな。ココアミルクだと、あれさっきこれ作って失敗しましたっけ？作ってないです。作ってない？多分。作ったっけ？ココアラテだったかなこれ。いや、でも確かココアミルクは作ってない気がする。これでいってみますか？はい。ミルクたっぷりで。そっか、ただのココアラテになっちゃうのか。なるほど。ちょっと待って、難しいよ。あと2回だよ。でもこれで正解なんじゃないです、もしかして。だってミルクたっぷりで甘みがあってラテアートありだったらもうこれしか条件ないですよ、満たせるもの。ないのかな。蜂蜜入れたら、なんでしょう、ミルクたっぷりの条件が満たせなくなっちゃうんで。ない気がしちゃうので、そうですね。これでいきますか、ラテアート。じゃあ。はい、お待ちかね。ステンシルかな？ステンシル。お、これか。鳥なんだろうな、ホラー好きからするとだいぶなんか時刻へご案内みたいな感じ。変わるのか。そっか、ステンシルかわいいのにすればいいのか、もしかして。かわいい。かわいい感じの。にゃんこかわいい。なんかちょっとでも不気味な感じがするんだけど、これどうすればいいんだろう。だってミルクに注ぐことできないんですか、これに。いや、いけるんじゃないですか。なんだろうな。どうすればいいんだろう。ステンシルを置くと、ステンシルをしないとこういうことにならないから、そっか、ミルクを先にこう注ぎまくって、それでその後でどうにかしてエッチングしてステンシルか。そんな感じな気がする。だからミルクたっぷりの条件、ミルクたっぷりの条件にこれが入っているとしたら、いける気がする。なんかいける気がしてきた。こんな感じでミルクをたっぷり入れて、はい、ステンシル。はい、ステンシル。エッチングしなくていいですか？でも可愛いかなこれ。
ピングをしなくていいんじゃないですか。いいか。あ、でもまじゃああ適当にこんな感じでなんかモヤモヤした感じの。いやなんか待って白いもやに見えるよ強そうだよいやでもいい感じかな。にゃんこだから可愛いでしょ。にゃんこは全部可愛いって言ってた誰かがこんな適当なことでいいのかという感じですけど、とりあえず行ってみましょう。はい。いやでも初日なのにこんな難しいことあります？だっていや難しいですね。指定が多いしね。そう突然難しくなったな。はい。とりあえず出しますか。はい、提供してみます。提供します。なんか実績が解除された。大丈夫か？イズディスイット、なんか大丈夫かな。お待ちどうさま。ちょっと、これって冗談だよね。こんな匂いのやつ頼んでないし。本当に申し訳ない。やっぱり正解だろう。なんだったの？超楽しみにしてたのにな。そんなにしょぼくれなくてもまた頼めばいいんじゃね？まあそっか。飲んでくれないパターンですか？そうなんだ。正解じゃないとやっぱ飲んでも幽でくれないのか。霊だから飲まんでも待って、いや逆にわざとかもしれない。飲めないのかな。いやでも普通に提供してるし、霊力をなんかこう霊を見る能力を鍛えなきゃいけないって言ってたから、やっぱ幽霊族とかが珍しくはないっていう存在が認められているというか、まあ認識されている世界ではあるから、だからそっか。香りほうじ茶ラテかも。だったら香りならでも無理。そんなん気づけるわけないじゃん。ちょっと難しいよ。あやめさんの初日の要求めっちゃ難しいですね。そうですね。なんかいろんな意味であやめさんだけ難しいキャラになってるんですけど、どういうことなんでしょうか。なんかキャラの難易度が違う。まあなんかわざとっぽいですけどね。わざとっぽいですけどね。それかなんでしょう。予定調和の可能性もあるんですけど、ただなんでこんなまたひどいこと言うの、あやめさん。ちょっと待って。もう発言が多いよ。そっか、香りだけってなると、でもそれ先に言ってくれればよかったのにな。けど、そこの青いお兄さんほど惨めではないかな。なんか嫌なことあったの？青いお魚でも死んじゃったの？そこまで悲劇的な話ではないよ。単なる仕事上の悩みってとこさ。もうみんなすぐ仕事って。それが大人ってもんなの、あやめ。みんな仕事してんの。ちょっと言い方お子様扱いしないでよ。私だって生前は超イケてる仕事してたはずだし。妙なことが起きる世の中ですしの。そうですね。みんな仕事しているわけではないですし、あやめさん普通にティーンエイジャーじゃないかという気がするので学生だったのではそれ超イケてる仕事ってなんだろうな。よくわかんないですね。でもどんな仕事も素晴らしいってところは大事。そうですね。どんな仕事も素晴らしいし、仕事してなくても別にね、問題あるわけじゃないので、はい。ただ正直ココアの香り好きなので、なんかひどいって言われてちょっとびっくりしちゃうんだよな。いやたまたま多分好みじゃなかっただけなんですけど、でも好みの味を言ってくれ、匂いとかを言ってくれてないから、ちょっとノーヒントでは難しい問題でしたね。まあそれかもしかすると本当にミルク注がずにステンシルだけでよかった可能性はあるのかな。なるほど。いやわかんない。でも難しいな。いや後でちょっと正解を計算しておこう。洗礼受けちゃいましたね。難しかったな、やめさん。コーヒートークはね、ちょっとすいません、イラッとしたかもしれない人もいるかもしれないですけど、こういうゲームなんですよ。特にラテアートとかで細かい注文が入るとなかなか正解当てるの難しいので、そうなんですよね。まあ作中のヒントとかを見逃さないようにしつつ頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、頑張ります。時に福さんは自分の仕事は好きかね？
けだったら、こんなとこいると思う？いや、ごめん。あなたに八つ当たりしちゃって。だって、頭がおかしくなりそうなんだもん。どうってことない仕事だよ。受付に一日中座ってるだけで。こんなはずじゃなかったのにな。これでも、昔はあちこち旅していろんな人と会って、祝福を授けて。今なんて言った？祝福を授けてたの？その仏頂面で？昔からこういう顔じゃないの。いちいち言わせないでよね。とにかくまあ、そっちの仕事が干上がっちゃってさ。祝福を授けんのって意外と手間がかかんのよ。けど、コスパとタイパ第一のこの勇ましき新時代において、そんな悠長なことしてる余裕はなくって。そんでまあ、リストラ食らったの。気がついたら、異様臭い穴蔵に押し込められ、死にたての人たちとにらめっこする毎日を送ってたってわけ。それは大変だったな。けど、あなたもリストラにあった口じゃん？リストラとはちょっと違うよ。ただ自分のキャリアを見直したのは確かだ。正直今の仕事の方が気には入っている。いや、気に入っていたと言うべきかな。あら、それはかわいそうですこと。あなたは死んでないだけマシでしょ？まあ、確かにな。なんか、この3人って、あれなんですかね、幽霊というか、妖怪というか。多分いや、真ん中は多分、あやめさんは幽霊なんですけど、青い肌の方がお二人、もしかすると、同族？神様？神とか、祝福を授けるって言ってたので、はいはいはい。で、まただから、信心深かった昔の時代にはそうやってこう、信じてくれる人がいないと神様って信仰を集められないと意味がなくなってしまうので、なので、まあ、今の信仰が薄れた社会で祝福授けるっていう機会が減ったから、ちょっと神見直すわ、よし君クビねっていう、なんかとんでもない、なんか身も蓋もないことが起こった可能性はありますね。まあ、ジュンさんはちょっとわかんないけど。2人ともまあ、確かにソウルソサエティかなんかのメンバーだった可能性はあるのか。もしかするとね。なるほど。さてと、俺はそろそろおいとまさせてもらうよ。それがよい。今夜はいろいろあったしの、いや、本当にいろいろあったわ。なんかいろいろありすぎだよ、これ。初日から。それにわしも眠くなってきたわい。ようやく時差ボケも取れてきたらしい。そしたらジュン、わしは日本を10日ほど旅して回る予定でな。今はちと大変な時期かもしれんが、コラボの件で気が変わったらいつでも連絡を待っとるぞ。いずれにせよ、わしが帰国する前にもう一杯ぐらい一緒に飲めたらよいの。コラボの方は正直、踏ん切りがつかないが、あなたをお見送りする一杯なら喜んで付き合います。ならば望みはゼロではないな。それとバリスタ。今更欲しいかわからないが、前に約束してた昔の LP だ。もちろん欲しいに決まってるよ、ジュンさん。当店の限定ラインナップに加えられて光栄だ。そしたら、皆さんどうか素敵な夜を。あちらでな、皆さん。気をつけてヘンドリーさん、ジュンさん。さよなら。バイバイ。多分あれですね、コラボが実現するかどうか、おそらくバリスタの腕にかかってきましたね、これ。前作までの感じを見るに。そうですね。まあ、おそらくこの2人に関しては正解引いてるっぽいので、大丈夫だと思うけど、でも、あやめさんで思いっきりやらかしたから、どうなんだろう。微妙だな。今後の展開が。
はい。なので、ストーリー展開も変わってくるはずなので、頑張ってラテを作成します。はい、していきます。それで、あやめちゃん、一つ聞いても、記憶を取り戻せる当てはあるのかい？どうでもいいし。結構気にしてるくせに。何してんの？気にしてんのはそっちでしょ？何しろオタクはこのお仕事に大切な昇進がかかってますもんね。私には一切関係ないもん。けど、このままずっと不機嫌な幽霊でいるつもりなの？かもしんない。だってほら、いたずらして遊べるしさ。それにおしゃべりも飲み物の匂いや貝殻にもできるし。だから口うるさいおばさんに朝から晩まで見張られてなければ最高の死後ライフを送れるんじゃない？あら、そう。飲み物を匂ってみてどうだった？どういう意味よ？昨日と比べてどれくらい匂えたの？まだ匂えるもん。けど匂いが薄くなってる。知らないよ。風邪でもひいたんじゃん？ほっといてよね。あのね、あんたは消えかけてるの。だから残された力は自分が何者でどんな未練があるか突き止めるために使わないと手遅れになっちゃうよ。誰にもあなたが見えなくなる。飲み物の匂いも感じなくなる。この地上に一人永遠に取り残されんの。福さん、それは少々。あ、そっか、時間がもうないのか。いやー、それはちょっと本当申し訳なくさすぎるな。ごめん、マジで。はい。いや、ただ、未練がある、強い執着があるから、霊体になってまでこの世にすがるわけで、基本的に、肉体っていう最強のバリアを失った魂って弱いんですよ。消えていっちゃうっていう話が、まあ、なんだろうな。一応、オカルト的な一般通例としてそういうふうに言われることがあるので、強い、執着がない、何も覚えてないから執着のしようがないあやめさんは、そのおかげで地獄霊とかなんか悪霊になったりはしない代わりに、タイムリミットがあるっていうことなのかな？どうなんだろう。そうなんでしょうね。おそらく元々のエネルギーで動いてるから、まあそれがゼロになると、まあ成仏はしないのかもしれんけども、まあ右姿も見えなくなってしまうという感じか。でしかも生き物の一番強い確か五感、人間の五感で多分嗅覚が一番強いんですよ。なるほど。で嗅覚がだから匂いで一番結びつきやすいっていう話なんですよ。なので匂いが分からなくなると記憶を呼び起こすための材料を失う、手段を一つ失うっていうことには確かになるかもしれない。あの時のだから音とか感触とか味とかももちろん覚えるんですけど、匂いが一番記憶を呼び起こすらしいので、なるほどな。そうなのか。なんか普通に飲むのかと思ってたもんな。ちょっとなるほどな。まあだからといって他の人におばさんとかおじさんとか惨めとか言っていいわけにはないけれど、ないけど、ないけど、あやめさんもあやめさんで何かしら抱えてる苦しみがあるっていうところを、まあ今後ねストーリーを進めていく中で解きほぐしていけたらいいな。とりあえずほうじ茶が好きかどうかちゃんと教えてほしいです。それはそう。次回までにちゃんとちょっと確認しておきます。はい。ちゃんと香り教えて。言い方がきつすぎないか。けど分からせなきゃ。まずは現実を知っとかないとさ。私の
ことは、ほっといてよ。わかった。私は先に外で待ってるから。飲み物をどうも、バリスタさん。ご来店ありがとう、福さん。言い方がきつすぎるっていう指摘はまあ間違いじゃないけど、多分優しさゆえに厳しく言うんじゃないですか。でもそうですね。福さんなりの優しさは感じるし、まあほっとけないからやっぱりね、余計なことも含めて言っちゃってるんだろうから、立ち寄ったカフェで地元の皆さんと話が弾み、気づけばすっかり夜も更けとったが目覚ましは忘れずにセットということで、ありがとうございます。山梨へ向かうらしいです。はい。なるほどな。まあ、そっか。なんか、変にごまかしてタイムリミットを失う方が、もったいないっていうか、問題だから多分、厳しい言い方というか、まあ、だから、歯抜きに規制の言い方、っていうか、まあ、率直に言ってる。てか、多分率直に言わないと伝わらないっていうところもあるのかもしれないですね。まあ、そうですね。あやめさんの性格上、その傾向もあるだろうし、っていうかいいです。なんかやっぱりデザインが大人っぽいだけですごい幼い気がするんですけど、実際には。なんかね、だからやっぱり10代ぐらいの感じで描かれてる感じはしますよね。はい。若いと思うんだよな。髪についてるの蝶々、あやめの花かな。そうなんでしょうね。だから、あやめって名前がなぜ選ばれたのかっていうのもそこも謎ですよね。何かやっぱ無意識に、無意識化の記憶なのかなと思うので、名前を与えられるって大事なんですよ。つか、あのおばさんと面識ありなん？いや、ないよ。けど福さんは人や魂のことについてお詳しそうだ。かもしんない。それか、ネットであなたのこと調べたのかもね。どっちにしたって、私の役にはなんも立ってないけど。多分何出しても分かんないって言ったかもしれないな、でも。どうも。ああ、ビン。楽しく過ごせたかい？はい。また元気に働けそうです。さっきまでジュンさんが来ていてね。声は聞こえました。それ以外にも、いろいろと。大変な夜だったみたいですね。その夜はまだ終わってないよ。君にはあやめちゃんが見えないんだね。どうだろう。そこにいるんですか？そうだよ。なんだか妙な感じです。視界の隅っこに何かが見えるみたいな。隠しなよ。一番キュートな店員さんに私をしっかり見てもらえないなんてさ。けど、声は聞こえるんだ。はい。すごく集中すれば。この仕組みってわけわかんない。誰に見えるとか見えないとかさ。今だって必死に見えようと頑張ってるのに、やっとだもんな。そんなんでどうやって自分の過去とか調べればいいわけ？ルールも分かってないのにさ。
まあそうですよね。幽霊のルールとか知らないよって話ですからね。そうですね。それは前作にもこういうキャラ、幽霊のキャラはいなかったので、ちょっと、まあ、なんていうの、ファンタジー系のね、そういう属性の人たちはたくさん出てきたんですけど、まあ、姿も形も見えないみたいなのはね、しかも死者であるっていうことが明示されてるキャラは初めてですね。初めてですよね。うん。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんか初めて出てきた幽霊のキャラクターと、すごい扱いに困ってるっていう感じです。いろいろな意味で。はい。まあ、だからこそ相手に強い感情をぶつけてるのかもしれない。まあ弱い感情だと見えない。まあ、だからといってもちろんさっきも言ったけど、発言がジジェンダー的なあれが許されるわけではないけど。人権侵害発言が許されるわけではないんですけど。まあ、ただ本当に幼いですね。子供ですよね、だから多分。だからその子供に対して上層教育をできない日本社会の問題なので、そこは。そうですね。っていうところも思う。お気の毒に。よして、同情なんていらない。けど、どうかちゃんと過去を探してくださいね。やけを起こしたくなる気持ちはよくわかります。自分ではどうにもならない状況って辛いですよね。けど、あやめさんにはまだ何かできるような気がして。だから、どうか勇気を出して。簡単なことではないでしょうけど。何なのよ、人のこと分け知り顔でさ。私はただ、そういうの、のうのうとこの世で生きて、私に説教を垂れてる暇があったら、まずは一度、死んでみたらどう？それはちょっと良くないと思うよ。っていうか無理でしょ。いや、まあ、確かに、励ましがこのぐらい追い詰めたり傷つけることはあるので、やっぱ無責任な励ましはしない方がいいっていうのは、まあ、復帰するとしても、ただ店員であるビンさんとしては、声が聞こえる以上はコミュニケーションを取りたいっていうか取るべき、話しかけられてるしっていうところで、でやっぱやっぱ喋り方的に若いのかなって感じたから、でしかも自分もなんかね、ウィンさん、まあ、冒頭でちょっとした身の上の不穏さな感じが見えたので、やっぱ若干重なるところはあるんだろうなって。だからこそで自分もすごく辛かったけど、バリスタさんに救われて今があるから、あなたもきっと大丈夫だよってことを多分言いたいんでしょうけど、そこが全部伝わるわけじゃないのでね。はい、舞台は東京です。はい。東京です。はい。そう、前回のシアトルとは、まあ、違うバリスタさんという設定なんですけど、まあ、同一人物かもしれないし、まあ、よくわかんないです。アンドリーさんは出てきました。はい。はい。あやめちゃん、今のは言い過ぎだ。悪気はなかったのね。私はもうまたやっちゃったし、とにかく私もう行くね。今のはクリックではなくて演出ですね。前もありましたね。前作とかでもなんかこう、入店時にいろいろ演出が入るキャラクターもいらっしゃるので、停電したりとかね。行ってしまいましたか？そのようだ。そうですか。すまないピン。あれは辛かっただろう。いいんです。彼女は何も知りませんし。それに、確かに私はまだ生きていますから。不満を言ったら罰が当たりますよ。けど失礼なことをされた時は別だ。それと体が痛い時もね。でないと周りには何が起きているかわからないよ。
確かにそうかもしれません。それはさておき、ライブすごく良かったです。あは、君なら気に入ると思ったよ。友達での写真を見てね、とても楽しそうだった。ええ、それはもう。けど、今夜はもう休んでも？もちろんだと思う。では、お言葉に甘えて、おやすみなさい。おやすみ、ビン。一つの運の巡り合わせがことごとく裏目に出る夜もある。それでも何人かはまた顔を見せてほしいものだ。みんなの顔見たいな。チョコビーソイは正解だったっぽいですね。甘くて栄養価の高い健康的なココア。ということで1日目が終わりましたが、なんか1日目から難しかったな。いや、あやめさんの注文が難しすぎる。そうですね。何が正解だったんだろう、結局。抹茶ラテだったのかな。いや、BGM 本当にね、このゲーム素晴らしいので、はい。皆さんも堪能していただければと思います。はい。ということで、もう早速なんか2時間超えてるんだけど、まあ、とりあえず、ちょっと行ってみるしかないか。行きましょう。はい。2日ですね。2日ぐらいはなんかクリアしたい気がするけど、まあ、日の長さによるんだよな。ということで、7月31日、昨日、金曜日ですね。昨日。はい。不思議な気持ちだな。毎晩新聞、消えゆく伝統、現代における信仰の意味とは。それっぽい話が来たぞ。だから鳥居なのかな。みたいですな感じしますよね。なんか鳥居ってね、まあだから東京のその正直オリエンタルなそういうイメージのことなのかなと思ったけど、そうではなくて、なんかストーリー自体に神が絡んでる感じがしますよね。ならまあ使って当然のアイテムというか、鳥居って神域を作るというか、だから、場所を区切るために、道を区切るために使うんですよ。しめ縄とかもね。なので、鳥居をくぐった先は別の世界ですっていうところであるので、やっぱ、なので、本当は最初、赤い丸に鳥居置きながら、これ大丈夫かなって思ってたり、しかも赤い丸なので、国旗損壊罪って思いながら作ってたんですけど、ロゴをね、はい、国旗損壊しちゃった、白いとこ全部抜いちゃった、はははって笑いながら作ったんですけど、はい、やっぱなんかこう、やっぱコーヒートークのやっぱ制作側はやっぱ安易に使うことはあんまりしないっていう、やっぱその点信頼ができる。安易に日本の神社、なんとか天満宮、鳥居みたいな感じじゃなくて、なんか世界観を詰める中で、鳥居がこう欠かせないものだっていうところが分かったので、やっぱこういう真摯な創作は応援していきたいなって思った次第でございます。はい。はい。ということで店にかけていきましょう。外はまるでサウナだよ。はい、皆さんも熱中症に気をつけてください。今夜もエアコンが持ちますように。そろそろ開店の時間だけども。いけそうかい、ビン？はい、もちろん。運はまだ残ってるかい？さっき掃除で何本か使ったろ？はい、まだまだ残ってます。それに掃除はいいんです。好きなので。ずっと部屋にこもってると悶々としちゃいますし、何かしている方が気が紛れます。ならよかった。おかえりなさい、アッシュさん。アッシュさん、お久しぶりだよ。昨日戻ったとこでね。ようやくさ。随分とお疲れのようだ。おや、バレバレかい。顔に疲れたと書いてあるよ。最近時差ボケがひどくてね。それにこの暑さだ。飛行機降りた瞬間、体が溶けるかと思ったよ。ヒートアイランド。
何はともあれ元気な姿が見られてよかった。まあかろうじてね、イギリスの夏もそれなりに暑いけれども、それと比べたら可愛いものさ。イギリス系の方なのかな。鬼っぽくないですか？デザインがそうですね。まあ、日本で暮らす英国人留学専業主婦。専業主婦。おお、すごいすごいすごいぞ。専業主婦の男性がいらっしゃいました。はい。ということでですね、さすがやっぱコーヒートーク。いろんなね、職業のキャラクターがたくさん出てくるのはいいですね。先ほどの、ヘンドリーさん、窓の美しさには免疫を飲んだぞ。北斎が46目の犬の絵を描いたわけが分かった気がする。というですね。いや、まあ、富士山は綺麗だけどね。ジュンさんのフォーエバーツアーライブ DVD の予定がないって本当でしょうか？出して出してくれ。いやもうなんかでもやっぱこう自分が創作物って自分が生み出した我が子なので、やっぱそれを酷評されたらもう出さないってなっちゃうよね。そりゃねって思う。悲しいけど。そしてジュンさん自分でアンケート取っちゃってるんですけど、いやグラスビーツが 3% やないかい。っていうか多分このグラスって草のグラスですかね。多分そうですね。じゃあやっぱなんかイジイジしてたやつやっぱ草なのかな。だから外れの音、なんか木々が擦れるなんか外れの音とかなのかなと思って、素敵だなって思うんだけどな。そうですね。ミッドナイトリバーライツ派の人がやっぱり多いらしいですけど、これがもしかしてデビューアルバムなのかな。そうなるとなんかデビューアルバムが重たすぎてちょっと重しになってるタイプのアーティストの人なのかもしれない、まあやっぱでもね、やっぱどんな大御所っつうか大物歌手でも、やっぱこのアルバムには永遠に勝てないっていうなんかこう重いもの背負わされてるのいますもんね。コーヒー飲みすぎました。読書をするはずがドンキーコングストロベリーを何時間もやってひたすら壁をぶち抜いています。終わったって何なんか変なリプをつけてるやつがいるんですけど。運命は動き出しても我が心未だ定まらず、あなたはいつ登場してくれるんですか？今パーティー中なんだこの誠ハイパーって人。なんだこれ。誠さんってあれですよね。どれかにいいねつけてたカタカナの誠さんかな？もしかして。そうか、この人が誠か。はいかな？そうですね、おそらくそうですね。だから誠っていいねつけてるキャラクターがいるんじゃないかっていう風に思われてたけど、新しいエモート浮かんだ。新エモート。何新エモートって。ついに顔は笑ってるけど心が死んでいる表情をマスターした。これどういう意味？エモート？もしかしたらゲームじゃないですか？ゲーム内のキャラクターにそのエモートで意思疎通するみたいな。そういうことか。で、あとやっぱジュンさんはやっぱ創作に対してだから真摯に向き合ってるからこそ、反応というか誰かのために書いてる部分もあるからこそやっぱみんなの反応が気になるっていうところなのかな。でもそんな苦しでも自分でこの投票しちゃうのはちょっと厳しいっていう。ただやっぱなんでしょうね。今の一般の日本人こういうことしがちですよ。やっぱなんか自尊心を削られる教育を受けてるので、日本ってだからこの社会が抱えてる、だから構造が抱えてる悪い側面が出ちゃってるのかな。本当。でもね、自分でだからアーティストクリエイターはね生み出すけど、だからこれを生成 AI とかで作ってるやつはこんなに苦しまないでしょ。だってそうですね。ちょっとね、生成 AI やっぱダメだなっていうところも改めていかないとね。ドミキリオさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。コーヒートーク東京やっております。はい。ということでですね。ということですいません。ちょっと情報収集の時間を取ったんですけど、アッシュさんは英国人の、春吾主婦の方ということが分かりました。はい。涼しいイギリスへ戻りたくなっちゃいます？
それはないね。もっと誤解しないでくれよ。イギリスはイギリスで好きなんだ。ただ向こうは何かとややこしくてね。というと、ひとまず一杯もらおうかな。その方が落ち着いて話もできそうだしさ。もちろんだとも。何にしよう。そうだね。今はコーヒーを避けときたいかな。昨晩もろくに眠れてないんだよ。そうすると、ロイヤルミルクティーはどうだろう。おお、やった。ヒント出してくれた。それはまた高尚な響きだぞ。僕みたいな庶民が飲んでも安全なのかい？もちろんだよ。単なる日本流の、イギリスと何の関係もない濃厚なミルクティーだからね。っていうことをさっき教えてもらった。は冷たくお作りすることもできるよ。あ、復活したんだ。はい、新しい冷蔵庫が今日届いたんです。なので当店自慢のアイスも復活しまして。おお。アイス出せるのもしかして。それともただのアイス系のアイス飲み冷たい飲み物ってことかな。そうなのかな。それは少々心が動くが、ここは最初のおすすめに従うとしようかな。ホットのロイヤルミルクティーを一杯もらえるかい？はい、先ほど作りましたね。ロイヤルミルクティー。作ったっていうか、ね作ろうとしてしくったそうやっぱり君が出てくるっていう苦しみですね。はい、ということで紅茶ミルクでアイスもできるようになったんですね。はい。だけどそう、ホットですね。とりあえずホットでいきましょう。ロイヤルミルクティーということで提供しましょう。やっぱね。はい。いや、イギリス系のやっぱこういうモチーフ素敵なんですけど、イギリス王室の血に濡れたダイヤとかサファイアのこと考えると、やっぱりなんかロイヤルファミリーっていう言葉が嫌いだなっていうのを改めて、はい、感じましたね。はい、どこの王室も搾取とかですね、差別の歴史を持っています。天皇制解体、はい、解体、はい、本当に。っていうかマジでさ、人権を返そう。皆さん本当目覚ました方がいいですよ。その愛子さんがいいとか悪いとか言ってること自体が人権侵害だから。そもそもね、そもそもそう彼女を守ろうと思ってる人たちは皇室を解体しようとしてください、まずは。はい。そうなんですよ。だから女系天皇、女性天皇はダメっていうのは、っていうのはミソジニーだっていう指摘と同時に、それは事実なんだけど、それはそれとして天皇制は解体しようっていう、だから同時に進められる話だと思うんですよ。そうなんですよね。っていうか同時に進めなきゃ本来ダメなんですけど、やっぱりそこを言える人がね少ないっていうのが非常に問題だと思いますね。そうなんですよ。だからずっとね、付記してずっと言ってるんですけど、だから両方ダメなんだよっていう。そうですね。封建制度の残滓であり、人生まれでずれ続けているのが、王政なので、はい、廃止しなきゃダメだと思います。だからさっきアッシュさんも、そんな高尚なものを庶民の僕が飲んでもいいのかいって言ってたけど、そんな、だから人間の格差を感じさせるような言葉は言わなくて、やっぱ、そうね。っていうことですね。はい。まあ、それはそれとして、ロイヤルミルクティーを飲んでください。はい。お飲みください。美味しいですよ。これは美味しいな。ぬくもりが全身に染み渡るようで、実に落ち着くね。王族への憧れは特にないけれども、よかった。よかった。セーフ。俺をもっと飲めるなら、王冠ぐらいは喜んでかぶるかな。いいですね、このカジュアルさ。そう、こういう、なんだろう。やっぱこういうなんかかっこいい返し、いいですよね。好きなんだよな。これは良くないですね。陛下と呼ぶのは冗談でもやめた方がいいです。はい。生涯おかわり無料になるなら構わないよ。王室制度が全部なくなっちまえばね、こういう遊びの呼び名に使ってもね、あれなんでしょうけど、そうですね、まだ実際にその陛下が生んでる差別がある以上は、ダメかな。それで休暇はどうでした？それなんだがね、懐かしい面々に会えたのはよかったよ。けどね、エミを知ってるだろ？
馬さんかい？まさか病気にでもなったとか？いや、その逆はさ、エミでは元気いっぱいで。あ、わかったかも。ガンガン働いていたんでしょ？ピンポン、大正解だ。ご自慢の仕事好きモードが炸裂してね。あ、また来ないって言ってる。ですねさっきでも奥さんって言ってたのにな。それも良くないけど、ただやっぱここまで来るとやっぱ翻訳の方のちょっと問題の気がする。多分癖だと思うんですよね。まあでもその翻訳の方だけの問題じゃなくて奥さんとかそう奥さん家内っていう言葉がやっぱ差別ですよっていうところの認識がやっぱ私もそれこそでも烏丸さんと一緒に実況してた、都市伝説解体センターで知ったので、奥さんってダメなんだなみたいな。っていうかで家内っていうのもやっぱ聞き慣れちゃってるから、家の中にいるだけだからこれもダメですよって言ってあって、あ、そっかっていう気づきを得たっていうね、都市会っていうなんか鹿さんから教えてもらったんですけどなんですけど、そうだからやっぱ社会にまだそれが足りてない。だからそのブラック企業っていうのがその黒に対する、なんか悪い印象をつけて、そうネガティブつけて、だからそのブラックである、黒人と呼ばれる方々の、尊厳を毀損しているっていうところの認識もなかなか足りてない、届いてないんですよね。だからやっぱ社会がまだ変わってないというか、認識が移ろってないので、やっぱそこの問題も解決していかなきゃいけないですよね。そうですね。っていうかね、だって英語原文がわかんないですけど、アシュさん専業主婦なんだから、このセリフはおかしいと思いますね。ちょっと翻訳自体がね。まあ、なので、エミさんにとっては地球が丸ごとオフィスみたいなものなのだと。休暇なんて言葉は辞書にもないらしい。実にエミさんらしいね。働いてまいりますなのかな。ダメだよ。いや、もちろんね、好きで働いてるのはいいんですけどね。けど、夜はそれなりにのんびりできて、ブルーリリーの新シーズンもついに追いついたんだ。ただ、ちびっこがずっと不機嫌そうでね。エリカちゃんと何かあったんですか？いや、むしろ何もなかったよ。だから余計に訳がわからない。ただただ僕にそっけないんだ。理由を聞いても黙り込むだけで、まったく難しい年頃だよ。それはちょっと心配だね。まあ、深刻でないように願うばかりさ。それでもご家族とは平穏無事に過ごせたんだよね。いや、相変わらずだよ。例によってしつこく聞かれて、いつまでプラプラしているのか。エリカも大きくなったんだし、そろそろ定職に就いたらどうだ。これは誰から言われてんの？誰？そんな圧力をアッシュさんにかけるのは不当な気がするんですけどでもこれは困ってる感じですよね。そりゃそうだろう。心底うんざりしてしまうよ。そりゃそうだ。まあそりゃ人から押し付けられるものじゃないはずなので、だってエミさんがだからバリバリね働いて、だからご本人はそれで満足してるんだから別にいいんじゃないんですかってしか思わない。さっきのアッシュさんの言葉遣いには問題あったけど、だからやっぱりそうだな。だからこうお互いに了承して専業主婦として、家庭内のことを回しているのに、っていう。でもエミさんから言われてるわけじゃないのかもしれない。エミさんから言われてるわけじゃなさそうですよね、この感じだと。もしかすると、もしかするとこの悪い感じ、悪いっていうか、もっと古臭い観念、男が働いて女が家を守るみたいなのを思考だと思ってるタイプの時代の人とかなのかな、どうなんだろう。では見進めてみますか。急に明日ぴったりの仕事が見つかるわけでもない。それに今は家のことでてんてこまいだし、どう言えば分かってもらえるのやら。一日お察しするよ。とはいえどんな分厚い壁もいつかはひび割れるものだ。お？そうかい？だったらもうそれが10年先でないことを願うよ。でも
私には息の合ったご夫婦に見えますよ。妻さんが外で働いている間に、アッシュさんが中でお家を守っていて。毎日必死だよ。けど残念ながら多くのピクシーは保守的でね。うちの一族にしてみたら家事はまっとうな仕事のうちに入らないらしい。なるほど、そういうことか。ピクシー族で、そのアッシュさんはその一員なんだけど、まあその一族からやっぱりこう圧力をかけられてるってことなのか。ピクシーか。でもまっとうなでもピクシー、家の手伝いとかの屋敷妖精とか某魔法学校のやつだけじゃなくて、実際、実際にいるんですよ。家の中をなんか手伝ってくれるピクシーみたいな。で、本当に、だからでも、奴隷としてっていうか、あくまでしもべなので、お礼に洋服とか、そう着るものを与えちゃうと、解放されたっつって出てっちゃうんですよね。そうなんですね。実際魔法学校の映画でもその流れがあったと思うんですけど、だから魔法学校のやつはね、さも自分で考えましたみたいな顔してるけど、基本的には元ある概念をぶち込んでるだけなので、全部、これハリポッタじゃんじゃないんですよ。もともとイギリスの伝承でそういういたずら妖精とか、妖精いるんだわ、みたいな。特にイギリスはそういうものに対しての、日常感が強いというか、なんというかなので、そうですよね。どうしよう、ハードルを上げすぎたのかな。僕は全力でやってるだけさ。そういえば今夜お一人だね。エミさんとエリカちゃんはどちらに？二人ともぐっすりお休みだよ。どうやら時差ボケになったのは僕だけで、この東京の暑さに我が繊細なる体内時計がついに値を上げてしまったようなんだ。これを機に日本製買い替えてはどうだい？東京に行っては東京に従えってやつかい？うまいこと言うね。やっぱり笑顔が一番だよ、アッシュさんは。もっと少々愚痴が多かったかな。それはすまなかったね。いや、仕方ないと思う。いや、むしろバリスタさんたちは聞き出して癒すまでのことをお仕事と思ってるというか、そうしてあげたいっていう優しい空間なんですよね。コーヒートークのこういうのを言うカフェって、前作もそうだし、こちらでも多分そういうつもりでやってあると思うので、だから別に全然問題ないと思うし、むしろ愚痴って当然な状況なのでいやー、なんだろうな。もしかするとだからピクシー家の中でまっとうな家事をすることは当然だから仕事じゃないっていう意味かも。そういうことなのか。一族的にはやって当然なことだから、別にお前がねやってるのは仕事じゃないみたいな感じになっちゃうのかな。もしくはそれがだから奴隷のやることだから家のことなんてするなんてってなっちゃうのかもしれないけど、そうなったらじゃあ誰が家のことするのって話でもありますしね。専業主婦は無職じゃないですからね。実際的にはただ休暇明けとは思えないほど疲れてるもんでさ。多分スプーンを使い切ったんですよ。スプーンがどうかしたかい？本物のスプーンじゃないんです。スプーン理論っていう考え方があってね。一日の余力をスプーンの本数で伝えてるんです。続けてくれ。何かするたびにスプーンが1本ずつ減って、すべてなくなったらその日はもう疲れて動けません。うちでも閉店前には必ず瓶のスプーンの数を数えてるんだ。時に疲れは傍目には分かりにくいので。そうなると僕の場合はスプーンが空になったってわけかい？休暇中に増えるどころか？スプーンは楽しいことでも消費します。それは言えてるな。面白いですね。スプーン理論。でも確かにそう、
はい。割と多分あれがあるでしょ。なんだろうな。何をなんかこれを全部やってしまわなきゃっていうその外側だけ考えるから、うんうん、その中身の濃さがよくわかんないっていうことがあると思うんですけど、その何かするたびにスプーンが1本ずつ減っていくっていうで、そのスプーンがすくえる1つだけっていう風にちゃんと考えるっていうその整理ができてる場合には、ほんと傍目から見てわかるっていうのはいいことだなって思った。やっぱ楽しいこと、遊びに行くにも体力が必要なので、楽しいことしても回復はしないんですよ、本当に。それはそうだなと思って。ね、本を読むのはだってやっぱその楽しい時間で心は満たされるけど体とか頭は疲れてるので、やっぱそういう話ですよね。確かに。だって次のお客さんはついにドラゴンの方来るのかな？来るか？いらっしゃいま。君は現実をまるで分かっていない。企業云々を考える前にビジネスの基本を学んではどうです？そんな怒鳴ることないだろう。あ、誠さんだ。誠さんとなんか新キャラ。説教モードの始まり。今何と言いました？いや、なんでもないっす。超絶すっげえアイデアね。君が大失敗するのは目に見えてますわ。超絶すっげえアイデア、さすがに本当に何も考えてなさそうでいいですね。まあでもそんぐらいフランクでもいいんですけど、それにお金とかが絡んでくると大変な目に遭うのは事実。まあそうですけどどういうキャラなの誠さんって。これは何族っていうかロボットなんかアンドロイドっぽいですよね。そうですね。でさっき泣いてましたもんね。で今パーティーしてたのがキャーって感じ。そうパーリーの誠さんが、ちゃんとその目で感情が伝わる。やっぱ目って感情を語るので、目でそうだな、他の要素がないけどそのゴーグルに映る目で感情を伝えるって面白いなって思って。エモートって確かにこれのことか。なるほど。この表情のことはエモートって呼んでるのか彼は。確かにエモートだ。確かに。みんな絶句してるんですけど。これは大変失礼しました。すげえなんか日本人っぽい。つい大声を出してしまって本当に申し訳ない。いやそんな。ただ他のお客さんもいらっしゃいますし、もう少し声を落としていただけると助かります。もちろんです。本当にお恥ずかしい。静かなひとときが台無しでしょうな。そちら様も。僕かい？その点は心配なく。そもそも賑やかな店だしね。それに騒がしいのには慣れっこなんだ。娘がもっと小さかった頃はそれこそ毎日が運動会だったからね。そうですか。それでも深くお詫びいたします。いやいや、本当にお気になさらず。では娘さんが9歳になるよ。それは可愛い盛りでしょうな。そうだね。でも最近は急に言うことが大人びてきて、たまにどっちが親だか分からなくなるよ。私にも息子がおります。今はもう結婚して家庭を持っていますが、孫もおります。初孫さんかい？さぞや可愛いだろうね。日本には確か孫の可愛さと向こう肘の痛さは同じくらい耐えられないということわざがあったはずだ。正しくは向こう肘ではなく向こうずねですが、孫が可愛いのは確かですね。ただ、つかさ、おっさん、先になんか頼まね？だってカフェに来て何も注文しないなんて、そっちの方がギャーギャー騒ぐより失礼じゃん。いや、そうなんだけど。多少は、
それは清国を得てますな、君にしては。君にしては余計だっつうな。エモートで怒ってるし。もうただ本当になんかこの方多分日本の妖怪モチーフでとても日本人サラリーマンの感じをすごい出して調ますね。和されてめっるちゃすごいなんかわかりやすいステレオタイプを、持ってる、まあ多分意図的に書いてるので、なのでこの方がどう変わっていくかとかを見守っていくかな。多分なんかあれですよね、パッケージに書かれてたのこの方だと思うんですけど、多分そうですよね。何かしらキーキャラなのかな。そしたら私は冷たいコーヒーをいただけますかな。ブラックかい？なんならアイスも乗せられるよ。クリームあるんだ。せっかくだから乗せたけっておっさん。今日はビッグな一日なんだしさ。まあ君がそう言うなら。ではアイスを乗せた冷たいコーヒーをいただけますかな。注文分かりやすいのすごい助かる。いや、それは助かる。ってことはコーヒーだコーヒーよですよね。で、これマンゴー？マンゴマンゴーって何？ー？君たちキウイパパイヤマンゴーだねって感じですけど。来るかな？でもコーヒーにアイスってどうやって乗せるんだ？後からかな？後から？あ、これか。なるほど。ホイップクリーム。アイス。はい。はい。出たわね。はい。パンケーキホイップクリームさんというね、素晴らしいクヤの占い師さん、V 占い師さんがいらっしゃいますので、ぜひ、ね、はいいつでしたっけ？以前ですね。はい。VTuber コラボ配信はですね、プレイリストにまとめてるんで、よかったら、皆さんクリックしてください。よろしくお願いします。はい。しかし、ホイップクリームさんではなく、アイスクリームさんだと。アイスクリームさんの方ですね。はい。謎の、アイスクリームさんが爆誕してしまいましたね、今ね。はい。ということで、ホイップクリームを使えるんですね。じゃあ、何か必要になる時が今後来るっていうことかな。はい。ホイップクリームも自分で乗せるのかな。めっちゃ難しそうだ。さすがにそこまでしたくていいかな。おー。コーヒーフロート、美味しいんですよね、コーヒーフロート。美味しそうですね。はい。ということで、ね、はい。提供します。お、アイスベイビーという、アイスベイビー。面白いな。ごめんなさい。一つ、勝手にバカ受けしちゃったんですけど、アイスベイビーって、バニラアイスっていうですね、昔の、なんか、ちょっとダサめのラッパーが出した大ヒット曲で、そうなんだ。そうなんですよ。でも、バニラアイスって、正直、白人なんですよね。で、白人で超セルアウトって言われる、まあ、要は、軽いポップな感じの曲でバカ受けしたもんだから、めちゃくちゃ黒人層の人たちに嫌われてて、で、ジョジョの奇妙な冒険だとバニラアイスってキャラクター出てくるんですけど、そう、なんか聞いたことある。そう、悪の正気バニラアイスって言ってめちゃくちゃ超極悪人なんですよ。だから、絶対悪意あるだろうみたいな名付け方をされてますね。いや、確かに、バニラ、カードゲームもバニラって呼ばれる、概念があって、はい、遊戯王カードで効果モンスターじゃないと黄色のフレーバーテキストが書いてあるだけのモンスターカードがあると思うんですけど、はい、そう何の効果も持ってないだけのカードのことをバニラって言うんですよ。だから味付けされてないからそうバニラって、そうなんいうとこですけど、だからやっぱでもバニラがスタンダードで白人っていう概念持ってくるとやっぱちょっとそれも不気味さを感じるようにはちょっとなりましたね。そうですね。なるほどなと思って今。いや、なんで私が勝手にバカ受けしたかというと、すいません、皆さんには見えてないと思うんですけど、コーヒートークの実績解除で、アイスを出すと、アイスベイビーっていう表示が、実績が解除されるんです。はい。そう、経歴詐称とかなんかいろいろスキャンダルもあった人ですね。やらかしすぎじゃん。やらかしすぎだよ。はい。いや、でもね、本当ね、アイスとかバニラに対するイメージのね、悪化でもあるから、それは本当ね、問題だと思う。そうですよね。バニラが別に悪なわけじゃないっていう、やっぱ風評被害ですよね。風評被害ですね。いやー、ということで、はい、皆さんコーヒーフロート飲んでください。はい、飲んでいただきましょう。まだこの方名乗ってないですよね、そういえば。そうですね。お名前はご親切にどうも。
暑い夏の夜にいただくコーヒーフロートはどこか風情がありますな。いや、本当に懐かしい。でもそう、レトロ喫茶ってこういうなんか、あれですね、コーヒーフロートとか、そう、メロンソーダのフロートとかのイメージがある、確かに。元を入れてないゲームもバニラと呼ばれてる。そうですよね。そう。何も入れてない。素の状態が白いっていう。だからそのバニラっていう概念が悪いんじゃなくて、その何も入ってない状態をまっさら白っていう。やっぱのがまああんまりよろしくないっていうところではありますよね。しかし味は素晴らしいですぞ。アイスアイスベイビーだけど。アイスアイスベイビー。お口にあってよかったよ。誠さんはどうする？いつものかい？いや、今夜は変化球で行くわ。ちょいと思考変えたい気分でね、特別な一杯がいいな。そうなると、抹茶マンゴーラテはどうだろう。当店の夏季限定ドリンクだよ。指定されてきてる。抹茶マンゴーラテ。だから、抹茶マンゴー？だから抹茶とマンゴーはこれ確定ですよね。ですよね。マンゴーっすか？いいね。かなり特別っぽいし。そしたら銀冷えの抹茶ランゴーパテをプリーズ。面白い。いや、面白いですね。でも、抹茶とマンゴー抹茶マンゴーソイミルクで正解ってことですか？ってことは。だと思うんですけど。よし、作ってみよう。あれ？なんか違うぞ。不正解だ。冷たいマンゴーソイミルク抹茶。ちょっと待って。ちょっと待って。違うぞ。冷たい。でも銀冷えって言ってたから間違ってないよね。冷やしてますよね。じゃあもしかしてアイスクリームかホイップクリーム入れるのかな？そうなのか。ホイップクリームさんをここで召喚するのか。アイスか、どっちだろう。どっちだ？それかマンゴーとミルクの順番が違ったとか。マンゴーとミルクの順番を間違えたのか、どっちだろう。そうですね。ちょっと逆にメインとサブ先に入れ替えてみていいですか？まだ間違えられるので。はい。ただこの後誰が来るか分かんないから怖いけど。そうですね。はい。分かるのでお願いします。はい。ということで、はい、どうだ？なんか正解な気がする。出た、よかった。やった、よかったはい、ということで、危ねえ。まあ、こういう感じでね、順番間違えると変なのが出てきてしまうところが、そうなんですよ。そう、このゲームの恐ろしい点です。はい。そう、腹に入ればみんな同じなはずなんですけど、同じ材料でも順番が違うだけで別物になるというね。はい。そう、難しい。はい、ということで提供します。抹茶マンゴーラテをご賞味あれ。こりゃまた豪華だわ。よっしゃ、いただきます。いや、めっちゃ美味しそうですね、これ。確かに飲んでみたい。これマジうめえよ。マンゴーがジューシーでピチピチでさ、抹茶とこんなに合うなんて意外だわ。ミルクが食材を結びつけるんだよ。フルーツやお茶とも相性が良くてね。ちょっと誠さんみたいかな。どういうことです？いろんなタイプの人とすぐ打ち明けられるんだ。うまいこと言うね、バリスタは。俺やっぱこの店好きだわ。何はともあれ改めまして、おっさんに乾杯。これでまで何十年もよく働いてきたよ。おつなんだこいつ。いやー、なんか珍しいな。あんまりコーヒートークにも今まで出てこなかったタイプのキャラクターですね。だから完全に東京というか日本はこういう感じっていうところのでも2のインフルエンサーさんにはちょっと若干似た何かを感じます、ちょっとありましたけど、でもただ誠さんレベルではない。君にねぎらわれるのも微妙ですね。ちょっと聞いてえな。何かのお祝いかい？そうなんだ。こちらの検事が晴れて定年退職を迎えてね。ようやく、上司なんだ、しかも。上司なんだ。いや、この、おもろ。すごいな、誠さんは。上司に対してこの態度。そうだな、ビジネスとかだと、その身内のことは、身内に検証つけちゃいけないみたいなのありますけど。いや、でも、ただここは、
違うし、っていうとこですよね。でもまあなんか日本の昔とそのなんだろう、まあ今を対象してる感じはあるのかな、もしかすると。そうですね。だから本当24時間戦えますっていう、企業戦士って呼ばれちゃう感じの方と、Z 世代というか、なんかミレニアム世代というかな、まあ、そういうちょっといろいろフレキシブルな感じですよね。っていうのかな。上司を呼び捨てにするとは。おっと、今はもう上司じゃないぜ。それかおっさんも俺のことをさん付けで呼ぶか？まったく口の減らない。だからなんだかんだ仲がいい感じなんですね。いや、めっちゃ仲はいいんでしょうね。いや、なかなかここまでの関係になれないですよ。すごい。はじめまして、ケンジさん。バリスタだ。それと定年退職おめでとう。ああ、どうも。それで先ほどは本当に失礼しました、バリスタさん。今夜は少々飲みすぎてしまったようです。だったらいい宴会だったんだろうね。そりゃもうめっちゃ盛り上がってさ、君は酒が飲みたかっただけでしょ。いやいや、会社の金で飲む酒は世界一うまいわ。いやてかさ、ケンジが毎月退職してくれたら最高なんですけど。どういうことだよ。あだ酒のためなら何でも言いますね。なあ、定年退職か。それは実に興味深い。メガネが光る演出いいですね、アッシュさんの。ああ、唐突にすまないね。改めてどうも、僕はアッシュだ。どうも、ケンジです。で、誠です。いいね、これで皆さん知り合いだ。そしたら、そちらのケンジさんは今まで何十年も必死で働いて、この度定年を迎えたということだね。まあ、そうですな。やはりそうか、それはすごい。もっと重ね重ねすまないね。実は最近いろいろと仕事のことで考えさせられてさ。ああ、なるほど。もし失礼でなければ、詳しいお話を伺ってもいいかい？ええ、構いませんとも。退屈させなければいいんですが。なら、席を変わりましょうか？それは助かるな。ありがとう。お安いご用ですよ。こういう演出もあるんですね。そしたら改めて、源氏さん今までどういうお仕事？いや、ごく平凡なサラリーマンですよ。日本電力で部長を務めてまいりました。なんか肩書きがすごいな。すごいですね。本当か、一流企業じゃないか。まあ一流かどうかは分かりませんが、我が社なくして日本の企業は、これは失礼。我が社なくして日本の大企業に電気は供給されません。まったくいちいち大げさだったな。いや、そんなことはないよ。とても立派なお仕事じゃないか。けどおっさん働きすぎだって。皆さん迷惑してますぜ。それも役職者の務めですからな。我々が必死に働く姿を見せることで、会社の根幹をなす理念を後進に伝えるのです。君もそのうち分かりますよ、誠くん。いや、絶対分かりたくねえ。いや、でもこれは分かんなくていい気がする。逆に役職の人が帰らないと部下帰れないので。そうですね。それはちょっと。役職者がやるべきことは、率先して育児休暇を取るとか、介護休暇を取るとか、定時通りに帰るっていうことをやってほしい。そうですね。はい。愛の力でぶっ壊す、進化しまくり、パッチも当てまくり、新時代のリーマンデベロッパーです。すごいな。ごく普通の平凡な退職者。なるほど。でもこれはわざとやってる感じがしますね。だから、今日の目覚ましレシピ、つよつよコーヒー、つよつよ Wi-Fi。どういうこと？ちょっと参考にならないな。そしてこれは、あんな幽霊と組まされてる私って。またこれあれですか？この画像多分あれですよね。あやめさんが作ったとかかな。ああ、そんな気がする。今コメントに聞いてるかとか言ってね。働いてまいりますはダメなので、マジでね。公式アカウントも寝てるみたいだとか、なんかジュンさんだけ相変わらず煽られてるな。本当に粘着するアンチは本当に人の
尊厳とか命を踏みにじっているので、はい本当だね、せっかくの友達チルでチルなはずなのにね、うん。こんなひどい感じになってて、まあただ、日本語圏の SNS なら余計にこういう感じなんだろうな。とりあえずレシピのヒントはありますね。まあもし出てきたら、ウィーンの感じとカップの中のジャヒー・トゥーブルック、前回にも出てたな。はい。で、ごめんなさい、話戻すけど、ね、この3人に並べてるのはわざとな気がしますね。まあ、男性の専業主婦と、定年退職者で、まあ、ずっと、まあ、根性で働くっていう感じの人と、まあ、誠さんと、非常に分かりやすいですよね。そうですね、真ん中のそのケンジさんが背負わされているその日本のサラリーマン、男性サラリーマンのステレオタイプと、それにそれと全然違う生き方というか、スタンスのお二方が並んでいるっていうところですよね。なるほどな、面白いなこの並びだし、まあ日本のその労働生産性とかのそのいろんな問題ってまあ明らかでやっぱり男性の長時間労働なんですよね、特に。まあ、もちろん一部の女性も入ってるけど、だから長時間労働制をやっぱり解消しないとね、生産性向上されないんで、まあそこはね、本当、まあ正直誠さん、言い方はあれだけども、言ってることの方がまあ正しいは正しい。正しい。ただね、やっぱり今まで頑張ってきた人の尊厳が否定されるわけでもないので、そこはね、ちゃんと言わないと説得できないかなとは思いますかね。カバンはそうか、背負わされてるもののメタファーなのかな。もあるけど、そのカッパの甲羅、まあだからダブルミーニングの演出の可能性はあるのかな。ありますよね。確かに。さあ、そこなんだよな。それが俺的には納得いかんのだわ。何のことです？いやね、その仕事が命みたいな考え方よ。仕事がなければどうやって暮らしていくんですか？それはわかるんだ。生きてくには金が稼がなきゃいけない資本主義だとね。ただ、今日はお祝いの日だろう。だったらブレイコーじゃん。年齢も役職も全て関係なしのさ。君は普段からそうでしょうに。だからもうズバリ聞くぜ。おっさんはなんでここまで働いてこれたの？仕事の楽しみって何よ？どうかお知恵を授けてくれません？仕事の喜びですか。それはいろいろとありますよ。大きな仕事をやり遂げたときは達成感がありますし、当社なら社会に貢献している実感も持てますな。なるほどね。けどそういうやりがいは形に残らないじゃん。まあ出世はしましたよ。でも毎回じゃなくない？大抵はよく頑張ったなーで終わりでしょ？たまに表彰されたりしてさ。ですが、それが次の仕事へのモチベーションにはなる。かもしんないけど、やっぱピンとこないわ。なんか割に合わない気がするんだよな。家族はどうだい？人によっては誰かを養って喜ばせることが進み続ける力になるだろう。個人的な経験から言わせてもらうとよ、俺にはあんまり響かなくって。どういうことだい？例えばさ、学校でたまに行事があるじゃん？親の参加が求められる系のやつ。授業参観とかかい？そういうの。僕は娘のクラスを訪ねるのが好きでね。ならアッシュさんはいいお父さんだ。けどうちの親はさ、出張でいつも忙しくしてて、1年の大半は海外にいたんだ。当然そうした行事には出れないわけよ。子供ながらに傷ついたよね。愛されてない子のラベルを貼られたみたいでさ。ちょっと誠さんつらいな。確かに子供の側からするとそれはきついかもしれないね。俺に言わせれば残酷だって。学校ってさ、そういうとこ本当に鈍いんだわ。俺みたいな子は全員ひとまとめにされて、まるで問題児みたく扱われて。ですが君のご両親は、いや、なんだよ。いえ、忘れてください。じゃあさっきを続けていい？ねえ、
でさ、親にそのことを愚痴るじゃん。学校であったことをさ。すると最後にこう言われるわけ。お前のために働いてんだ。モラハラですよ。モラハラですね。お前の将来を考えてのことだ。これはモラハラですね。完全に。どんな理由があっても子供を悲しませてるなら正当化されないですよ。そうですね。だから誠さん自身がやっぱり子供の立場からだからそれを分からなくて傷ついてんだから、それはねどこかで向き合わなきゃいけなかったですよね。過去の話ですけど。もし本当にその後一回も参加できないとしても、きちんと話し合ってというか、それの埋め合わせを誠さんに対して親御さんするべきだったんでしょうね。なんですよ。だって傷つく、しょうがないじゃん、家計のために働いてんだよ、お前のために働いてんだよは言い訳にならないので、本当になんかな、やっぱだから結局こうライフ仕事が生きがいならいいですけど、その生きるために仕事してる、ご飯のために仕事してるっていうところで全ての時間とかリソースを食い潰されるんなら、それはやっぱその社会良くないなって思いますよ。そうだからこそ誠さんはこういうフレキシブルにいろいろ考えたりとか疑問を持ったり、不調性から真っ向に反発する感じのキャラクターなんだろうか。面白いな。でもまあそもそもね、資本主義はね資本家に搾取されるので、労働者はやっぱり労働権っていうところを考えても、長時間労働しすぎたり、誠さんのお父さんとかお母さんがもしかしたら社長とかやってたのかもしれないけど、そうでないとしたらやっぱりね長時間子供のことをほっぽってまで働いてるのはおかしいですよね。って思いますよね。いや俺別に頼んでねえしって、そりゃそうだ。恩着せがましいっつうの。失礼。しまいには俺仕事を逆恨みしちゃってか。いやでもそうだと思いますよ。仕事のせいで親を奪われてるっていう植え付けをされてるわけなので、それは仕事のことを恨むのは当然ですし、子供を、保護者としてはその非保護者を養うのって当然のことっていうか義務じゃないですか。子供を植えさせていいわけないので、だから誰の金でね、誰が養ってやってると思ってて、お前の将来のためにっていうのはやって当然のことをしてるだけなので、っていう話にしかならないんですけどね。なんだろうな。そうですね。トイレをお借りしても急にその気分が大丈夫ですか？はい、ちょっと酒ですよ。化粧室は向かって右側ですよ。ありがとう。そうですね。これがあたかも自由選択の上でやってるかのような感じなのが良くないと思いますよね。っていうか、なんかビンさんの状態やばくないですか？大丈夫ですか？泣いてません？泣いてる？おっさんも心配だけど。いや、そう胸に刺さるものがあったのかな。いやーでも確かにそのケンジさんの働き方を今さっき聞いていると、息子さんとか娘さんに対して似たようなことをやってきた可能性がなくにしもあらずだし。いやそう下手するだから本当に亭主元気で留守がいいをやってたかもしれない。そりゃ元気ならいいけど、やっぱ愛情がないわけじゃなくても届かない、見えない、わからないなら、意味がないんですよね、残念ながら。そうですね、届かない愛情が届いていないならその愛情は誰のことも救えないので、悲しいけどね。でもそれを口にしないとダメだし、その家族のために働いてるんだっていう気持ちで頑張って多分ケンジさん働いてこられてるけどっていうところですよね。そこがやっぱ資本主義が悪いんですよね、多分。結局その結論にしかならないですね。いやでも本当にそう、やっぱ構造が悪いんですよ。そうですね。個々人の努力ではどうにもならないことをやってますからね。
大丈夫かな、おっさん。少し顔色が悪かったね。ちょっと飲ませすぎましたか。悪いことしちゃったな。あるいは、何か自分を重ねてしまったのか。いや、ちょっとね。トリマ、戻ったら謝っとくわ。あのおっさんもなんだかんだ年だしな。なんだかんだ慕ってるんですよね、多分誠さんね、ケンジさんのこと。そうですね。だから誠さん的には全く悪意はないんだと思いますけど、多分そうですね。アッシュさんのご指摘通り、その家庭をないがしろにして、働いている親を多分だから子供の苦しみを間接的に誠さんの口からぶつけられたって感じになったのかもしれないですね。そうですよね。トイレをどうも。どういたしまして。気分はどうだい？ええ、だいぶ良くなりました。安心したよ。ご心配おかけして申し訳ない。しばらく酒は控えませんとな。いや、マジで悪かったよ、おっさん。いくらブレイコーとはいえさ、ちょっと調子に乗りすぎました。本当です。本当すみません。いえ、いいんです。君たちは定年を祝ってくれただけだ。そっか。出ないのかい？はい。電話ではなくアラームなので。アラームだって？まあ、今日まではですが、就寝時間を知らせてくれます。ですが、明日からはもう早起きする必要もないのでね。確かに。じゃあ今のアラームは仕事はもう終わりにして寝ろってやつで、さらに朝起きるようなアラームもセットしてんの？もちろんですよ。遅刻などしたら皆に迷惑がかかりますからな。うわ、ガチ勢やばっす。いや、なんでも。なら、ケンジさん、この定年というのは、やはり大きな変化なんだろうね。まあ、そうですな。どのくらい早いんだい？失礼？いや、毎朝何時に起きていたんだい？5時です。早っ早すぎでしょ。死んでしまう。パン屋さんか？早出してないよね。いや、ちょっと、やばいぞ。通勤距離の可能性もあるのかな。でも通勤距離の問題か。もしかすると。ちょい待ち？今5時っつった？そうですよ。けど仕事は9時からだろう。普通なんだ。なんでそんな早起きすんだよ。君と違って私はやることが朝から多いのです。例えば、犬の散歩に神社への参拝に庭の手入れに、それに会社には8時に着いていたい。8時？それでも早すぎるでしょう。君は毎朝始業の5分前に駆け込んできますからな。オフィスの掃除があるのですよ。それに警備員さんたちはもっと早くから働いています。いや、警備員さんはそりゃ仕事だから。別だし、始業5分前に駆け込みで入ってきていいんですよ。そうですよ。掃除も、だから掃除も、そうですよ。だから掃除もちゃんと業務内に含めないと、だから本当にケンジさんマジで日本企業の悪しき側面を背負わされてるキャラクターですね。そうですね。これが日本のパブリッシャーから出てるわけじゃないってマジですか？マジですね。解像度が高すぎますね。いやー、やっぱすごいな。もともとその作者の人たちインドネシアの人たちなんで、やっぱり日本のことよく分かってるんだと思いますけど、やっぱり徹底的に研究されてる感じがありますよね。ですね。だから本当に上辺だけ取ってるわけじゃなくて、真剣に使うからには好きなところも主張するし、批判すべきところは批判するっていう、でちゃんと詰めておくっていうことをしてるんだろうなと思って。いやー、やっぱ気合感じますよね。すごいですね、やっぱり。いや、その神社とかその信仰心の問題は別にそれは人がこやかく言うことじゃないので、それは自由だと思うんですけど、掃除をしてるのは明らかにやりすぎですよね。それはダメですね。それおかしいですよ。あなた残業にそれ入れてないでしょ、多分。でだからやっぱ会社側はケンジさんのその水素代払えよって話ですよね。搾取してるのと一緒なので。そうですよ。
ね。で清やっぱ掃はね、仕事ですからね、ちゃんとした。そうで、だから逆にその清掃の人とかが雇われてるなら仕事を横取りしてることにもなるし、上司がそういうことをしてると気を使って出てこなきゃいけないみたいにもなっちゃいかねないっていう。だからケンジさんはなんだそのなんか企業に忠誠心とか求められるじゃないですか。気持ち悪いなって個人的には思ってるんですけど、まあキモいですよね。なんかそこなんだろうなと思って、なんかやっぱ企業になんかこう捧げるっていうか奉仕するって感じ、なんかなんかこうテイカーがいっぱいケンジさんからいろんなものを搾取してるんだろうなと思ったらなんかやっぱ苦しくなるし、で日本の企業こういうのザラなんだろうなっていうちょっとやっぱ恐怖感はある。清掃ちゃんと労働と言ってくださってありがとうございます。清掃業者より。いや、清掃は仕事ですよ。いや、仕事ですよ。仕事マジで。仕事。いや、っていうか、私はだから本当に最初にね入った、クソみたいな企業では正直清掃まではあんまりなかったけど雪かきやらされてたんで、本当にね殺意を抱えながらね、いや言ってましたよ普通に。専門の業者と提携してるとかじゃないんですか？いや、もちろんお雪の時は来てくれましたけどね。でもね、下っ端従業員の仕事だったんですよ、雪かき。ありえないっしょ。おかしくないですか？ありえなさすぎるし。いや、だって、ただ、私はずっと福岡から出たことが、福岡にずっと住んでるので、雪かきの経験がないっていうのを、まず前提にして言うんですけど、自宅の雪かきはしないと自分たちが困るっていうところは、わかるんですけど、雪かきの死亡事故もよくニュースで見るわけですよ。九州の民。だから雪かきが命がけの作業であること分かってるから、ちゃんと、だから雪かきを下っ端にやらせるっていうのが、おかしいですよね。完全にありえないですよね。ですよね。だよね。私が知らないからおかしいって思うんじゃなくて、普通におかしいですよね。いや、普通におかしいっすよ。だって雪ってすごい重いでしょ。べちゃ雪っていうんですか。なんか湿気含んでる。重い時は重い。北海道はいろいろ地域によって違うけど。はい。それはそうですよね。でもやっぱそうやって雪に埋もれちゃうとか落ちちゃうとか、でそれで腰を痛めるとかもあるし、転倒とかももちろんあるだろうから、そこんとこ考えてないですよ。でそれで多分怪我しても労災にしたくないからうだうって多分言うんだろうなと思って、自己都合の怪我ですみたいなね。なのでですね、いまだにそういうことをやってる企業は本当にやめてくださいというか、滅びてください。滅びてください、マジで。滅びてください。はい。警備員さんに挨拶するのはいいことだと思います。はい。それはいいことです。ちゃんと。半端ねえ。本当に働き者だったんですね、ケンジさんは。大したことではありません。ただ仕事をしてきただけです。何年くらいだい？45年です。すごい。考えたくない。すごいな。マジっすか。俺の年齢の倍近いんですけど。いや、本当に頭が下がるよ。けど、そうなると、少し調子がおかしくならないかい？はい？急に全てが終わるわけだろ？毎日の早起きも、通勤も、オフィスの掃除も、僕だったら少々戸惑ってしまいそうだよ。なるほど。少々変な気はしますな。仕事が恋しくなりそうかい？かもしれません。明日も朝の5時に目が覚めてしまいそうですよ。やれやれ、これからは一日が長くなりそうだ。けどさ、それっていいことだろ？45年間毎朝5時起きで働いてきたんだ。だったら引退はご祝儀みたいなもんでさ。やっぱちょっと羨ましいわ。こちとらエクスプレスグラスの開発やら企業準備やらで手一杯で1日48時間あっても足りないっての。けどもケンジは時間が腐るほどあるもんな。ですが時間だけあっても仕方がない。
何の話ですか？私何か言いました？いえ、何でもないんです。忘れてください。でもちょっと危なっかしいな。で、本当よくある話なんですよ、本当。そう、定年後のバーンアウトっていうか、そう家にいることによって、やっぱだから、パートナーさんがもし家の中にいるのであれば、時間が長すぎて、なんか変な圧力っていうか、なんかギスギスしちゃって喧嘩でっていうところだったりだとか、本当働き詰めで、ケンジさんもしご趣味がないのであれば、これからの時間だけあっても何をすればいいんだっていう虚無感しか残らないっていうところ。そうだからやっぱだから企業のためだけの駒として生きてきちゃうと、そうなっちゃうんですよ。だからケンジさんっていう個性がないんですよね。会社員 A になっちゃうから、やっぱそういうなんかやっぱだから趣味があるってでもね、贅沢っていうかありがたいことなんですよね。本当にタバコ以外趣味がない、楽しみがないんですっていう人とかを見たことがあるので、趣味があるって幸せなんだなって思いはしたんですけど、でもな、やっぱだから生きがいが仕事が生きがいっていうの素敵だけど、こういうことにもなりうるっていうところの難しさというか。そうなんですよね。だからやっぱりワークライフバランスっていうと月並みな言い方になっちゃうんですけど、やっぱり大切ですよ。本当に大切だし、捨てるなんてとんでもない。だから、寝ないでね、パートナーの介護をして、料理して掃除して、で夜通し資料を読んだり、秘書に電話していろいろ聞いたりとかして、答弁間違えるんですよね。今の、大事な G7 の会議とかで寝坊するんですよね。でも今のよく指摘されるのは政治がやっぱり尊厳の問題になってて、その人間の尊厳っていうのを毀損されてるっていう感覚が強い人が多いから、結構平気で人権侵害的なことを支持しちゃったりとかっていうのがあるんですけども、やはり人間の尊厳にね深く関わってる部分なので、そういうパーソナルな趣味とかって、やっぱりそれねすごく大事なものなんですよ。思いますけどね。心配、ケンジさんが自分の人生を生きるために定年後何もないってなると苦しいですよね。やっぱ、そう余暇を取ることも権利ですからね。そうなんですよ。その通り。仕事のために生きてるわけじゃないので、生きてもいいんですけど、それに全て捧げちゃうと、多分、ダメっていうか、何かしら均衡が崩れるだろうなと思うので。ケンジさん、余計な詮索はしたくないんだけど、大丈夫かい？いやね、さっきから話を聞いてると、なんか少し悩んでそうだよ。悩んで、いや、それは誤解されてますな。実は、私も同じように感じていて、以前何かで読んだんですが、定年後に喪失感を抱く方は少なくないそうです。ひどい場合は鬱になったりも。もし何かが引っかかってるなら、今ここで話してみるのも悪くないと思いますよ。また大げさな。けどよ、さっきからマジで少し変だぜ。マジで大丈夫か、おっさん。まったく皆さん呆れるほどおせっかいですな。ですが、言わんことはわかる。いや、本当になんてことないのです。なんと言いますか、これまではいつも仕事があった。ですが今後はそれがない。これから妻と二人きりです。息子はとっくに家を出ていますしな。そう考えると全てが漠然と不安かい？そんなところです。すぐに慣れますよ。どうってことはありませんから。やっぱ仕事こそが自分ってなっちゃうと、自己表現ってなっちゃうと、やっぱこういう風になるのかな。ちょっと危ういよですよね、かなり。不穏だ。ちょっと、心配ですよね。
本当にでもやっぱちゃんとこういう問題にも言及するのってすごいですね。すごいな。まだ2話っすよ。だってさすがですね。僕ら今日会ったばかりだけど、ケンジさんが家族のために頑張ってきたのはすごく伝わるよ。まあ働くことしか能がないんでね。こういう言い方よくない。そんなこと絶対ない。そんなこと絶対ない。そんなことないんですけど、ただケンジさんにこう言わせてる社会があることは事実なので、やっぱやっぱ構造の問題だし、資本主義は破壊っていうか、とかね、悪いことする極悪非道な企業は滅びてください。はい。まるで悪いことみたいに言うね。でもそれって本当にすごいことだよ。だからこそ一つ言わせてほしい。はい？ケンジさんが今まで必死に働いていたことを妻さんはきっと感謝しているよ。この言い方は良くないです。なんだけど、なぜわかるんです？言ってなかったかな。僕は専業主婦なんだ。専業主、それはまた珍しいですな。まあね、ちょっとした珍種だよ。失礼に聞かれたら申し訳ありません。最近はあなたのような男性も多いようだ。今の時代では私の時代では考えられませんが。どうかお気遣いなく。父にもよく家事も仕事じゃないと言われたけれども、実際にやってみると仕事です。実際にやってみるとこれは相当きついんだよ。マジでやばい。そう、家事はやばい。はい。料理に掃除に洗濯に、なんならおむつの交換も。大抵の男は誰かがやって当たり前だって思ってる。けど実際はかなりの重労働ですごくやりがいもあるんだ。だから僕たちの立場は逆だけど、ケンジさん、家族のために頑張ってるのは同じだろう。それは本当そう、対等なはず。それにうちの妻も仕事人間なのさ。だけどいくら仕事が大好きでも娘に会えないのは寂しいはずなんだよ。それとたまには僕にもね。だからケンジさんの妻の気持ちが少しはわかるような気がするんだよな。ケンジさんが今までどんな選択をしてきて、どんな人生を歩んできたのかはわからないよ。けど妻さんはきっと感謝してるはずさ。だって僕は妻に感謝してるからね。僕らが何不自由なく暮らせていることにさ。そうですか。いや、ほんと翻訳考えてほしかったな、ちょっと。これすごくいい会話なのにな。そう、せっかくいい会話なのに、で、あと、多分普通の、普通って言い方あれですけど、今のまだ倫理観が全然浸透していないメディアだと、多分アッシュさんの立場が普通に専業主婦の女性だったはずなんです。そうですね。で、だから私も専業主婦だからあなたの妻さんの気持ちわかります。だって私も妻なのでみたいな。家の仕事頑張って、主人のために、主人のためにって多分このあれなら言うんでしょうけど、でやって子供のために頑張って良妻賢母っていうかみたいな。それでいつも稼いできてくれる働いてる夫にはすごく私感謝してるんです。だからきっとケンジさんの妻さんも感謝しておられると思いますよって多分女性キャラに言わせてたと思うんですけど、どっち男性女性だけじゃないっていうところはちょっと前提にしておくとして、おそらくお二人シス男性としてお話をしてあるので言うんですけど、やっぱシス男性の専業主婦、シス男性の働きサラリーマンというか仕事をする方というところのこの会話があるっていうのはすごく逆に大事なことというか。そうですね、この描写はすごいなって思います。でもそうですね。ケンジさんは多分年金や退職金だけで生活できるんでしょうけれども、一流企業だと言ってたので大企業なのでね、ただそれは大企業特権みたいなところはやっぱり大きくて、大抵の人はそれだけで暮らせないから働いてるっていうね、それもおかしい話なんですよね。本来は。今までそんなことは考えたこともなかったです。ならケンジさん運がいい。これからはそれを考える時間がいくらでもあるんだ。言えてますな。おっといけない。もうこんな時間だ。
終電に乗り遅れてしまう。なら急いだ方がいいね。話の途中で申し訳ないアッシュさん。皆さん、いろいろと助言をどうも。それと飲み物ありがとうバリスタさん。とても美味しかった。では、私は先に。おっと。足元ふらついてんぞ、おっさん。大丈夫かよ。俺は病院まで連れてかないぜ。ご心配なく。では僕が駅まで送っていこう。いいの？迷惑じゃね？構わないよ。家も近くだしね。それに話の続きもしたいんだ。そっか。だったら頼みます。じゃあまあ元気でなおっさん。それと何かに悩んでんであればさ、楽しい老後を送ってくれよな。君はまず自分の心配をしなさい。説教モードの気配。全く生煮えの企業プランを得意げに語る前に、ケンジさん行こう。終電に乗り遅れるよ。ああ、そうでした。おやすみバリスタ。飲み物をどうも。二人ともおやすみなさい。終電に間に合いますように。いやこのゲームすごいな本当に。いや家内とかっていうその変換の言葉自体はそこだけはちょっと残念ですけどね。やっぱりストーリーテクリングすごいですね。すごい、この3人でそれぞれの立場からちゃんと話をして、しかもちゃんとうまく、丸めたからすげえって思いました。やっぱこの店だからこそそういうてかその初めて顔を合わせる相手にだからこぼせることってあるですよね。一期一会って言えばね、ただこの店の常連になれば何度も顔合わせることになっちゃうから、自分の愚痴というかを聞かれてる人と会い続けることにはなるんだろうけど、逆にでもそれでもいいというか、そういう縁にこう流されてみるのもたまには面白いんじゃないかというか、だからこそ気づけることがある、やっぱあると思うので、本当このお店の意義っていうかやってることのこう大切さというか、こういう憩いの場があるっていうのはすごく大事なことだなと改めて感じますね。アッシュさんに救われたわ。あのおっさん好きあらば説教食らわしてくるんだよ。愛の無知かもしれませんよ。誠さんのことが心配だからこそ叱っているんです。そういう愛なら間に合ってますわ。やっぱ愛が届いてないとダメなんですよね。誠さん自体はでも多分分かってはいそうですけどね。そうですね。でもちゃんと信頼関係があるからパワハラとかではないからね、大丈夫だと思いますけどね。だからやっぱケンジさん自身が多分おそらく誠実な方であるっていうのと、誠さんがいろんなことを考えて尊敬できるって思えるフレキシブルで柔軟な方っていうところのだから水と油みたいに見えるけど逆にお互いに噛み合ってて、すごいかなって思うけど、いやでもやっぱ愛の無知をしつけとかっていう言い方されるのそれはダメですね。てか愛の無知じゃない、愛は無知にならないんですよ。セーラームーンの大好きな曲でね、愛の無知って歌詞があるのでちょっと悲しいんですけど愛は暴力になっちゃダメなんですよ。ていうか、愛は暴力になった瞬間愛じゃなくなるので。そうですね、愛の定義からちょっと外れてますからね。ただやっぱ心配だからこそ叱る、嫌味で叱るというか怒るというかなじるっていうのと、誠さんにもっとだから誠さんの将来こうだから有望な方だからこそいろんなことを教えたいっていう気持ちを、でもやっぱスパルタっていうか怒ったりとかして伝えてしまうとやっぱ愛が伝わらないってこともね、すれ違いがあると思うので、やっぱそこのとこがな難しいですよね。なかなかやっぱ言葉にしないと伝わらないですからね。言葉と態度にしないと。それでもやっぱすげえ人だよ。あんだけ何十年も働いてさ、俺には死んでも真似できないもん。っていうか家族のためなら頑張れるものなの？いや、わかんなくはないよ。俺も彼女たちが大切だし。けどみんなそれぞれ人生やってるわけじゃん。別に誰かのためにボロ雑巾になる必要はないっつうか。あれ？今彼女たちと？今は2人いるよ。
ポリアモリーの方かもしれない。ポリアモリーなら、そう、はいなので、はい一概に言っちゃダメです。不倫関係とポリアモリーは違うので、はいはい。はいごっちゃにされるんですけど、違うんですよね。ちょっと待って、ちゃんともしかしてそう言ってるかもしれない。ちょっと勘違いするなって、浮気はしてないぜ。ちゃんと合意の上だし、向こうにも別の彼氏がいるの。おー、でも、ほんとポリアモリーだ、すごい。でもちょっと待って、向こうにも別の彼氏がいるんだ。いや、なので、全員がお互いのことを認識していて、お互いに合意があるなら大丈夫なの。まあ、それそうですがポリアモリーね。なんですよ。まあ、そうですね。それは大丈夫ですね。うん。まあ、合意してんなら別にいいわ。そう。自分は複数人と関係を持つけど、お前は一人しかダメだっていうのもポリアモリーではないので、はい、そうです、ね。お互いにお互いが誰と関係を持っても OK というか、そういういろんな愛の形じゃない、いろいろ関係を持つ、お互いに合意している。隠し事はしてないというか、お互い全てに誠実っていうか、誠実、っていうところなので、やっぱポリアモリー本当誤解されがち、結構日本の大奥制度とかのせいだと思うんですけど、勘違いされがちなので、ポリアモリーはまたちょっと別なんですよね。日本のさ、その中世のまた中世って言っちゃったけども、でも実際中世だから仕方がない。あの時代に殿様みたいな人がですね、権力で多数の女性とか男性とかを囲ってたっていうのは、あれは単に支配しているだけなので、合意のある関係とは言えません。はい。だからそこをね、本当勘違いしてこすってくる右翼の人いるんですけれどもね、とんでもないですよね。はい。あなたたちは権力支配のことしか考えてないでしょって感じなんだけど、権力で支配せず、お互いに個人を尊重するっていうのがポリアモリーの条件なので、はい。っていうとこですかね。俺はどっちも愛してるよ。一緒にいろんなこと話しさ、みんなが一緒だと全てしっくりくるんだ。けど、将来落ち着きたくなったら困りません？なんかやっぱ、聞いたらまずかったかな？いや、全然。つうか、ポイントはまさにそこでさ、落ち着くのは別に嫌じゃないのよ。リコにはもう同棲してる彼氏がいて、それがまたすっげえいいやつなんだわ。けど、夏希はまた実家暮らしでさ、だから一緒にいつか住もうって話はしてるんだけど、それって人生捨てちゃうとか、一生働き詰めとかそういうことじゃなくね？それはそう。誠さんも真剣に考えてるんだね。いや、でも誠さんすごいな。なんかキャラから真面目だ。やっぱすごく大事な、やっぱですね、だから、結局、ケイチさんの、が会社に搾取されてるっていうところが多分気に食わないとか納得できないっていうところだったりしてるし、で結局今の結婚制度がポリアモリーの方を全否定しているのでね。その同性婚もできないし、なんかね、結局一夫多妻を結局やっちゃってるじゃないですけど、なんか1対1じゃない感じのすごく不均衡な、感じの制度なので、ただね、結婚制度とか家制度なくしてほしいけど、同性婚したかった方々が同性婚できないまま結婚制度がなくなるっていうのはちょっと永遠に権利を奪われたまま終わっちゃうので、そうですね。やっぱちゃんと同性婚が認められた上で、そういう家制度なくなるっていう方向に動いてほしいかなとは思ったりはする。したい人がする、したくない人は別にしなくても、お互いにお互いの遺産だとか、その同性とか、その病室に何かもしものことがあった時に入れるっていうところをちゃんとポリアモリーの方とか多分そこがうまくいかないと思うんですよね。今の社会制度のせいでですよ。今の制度だね。ポリアモリーがうまくいかないとかじゃなくて、そう今の制度だとうまくいかないので、そこのとこやっぱちゃんと理解っていうか、お互いにお互いの存在を認識して尊重し合うっていう社会を作っていかないとダメだよねっていうところを今誠さんが教えてくださいましたね。はい。そりゃそうよ。俺がこの話をするとどうせ遊びだろうとか言われるけど、俺はパイマジなの。二人の彼女にマジで向き合ってんの。ゴーグルいじってないときはほとんどデートの予定組んでるし、とにかくあれで純のアルバム？うちでもよく流してるよ。意外、このお店はインスト系オンリーかと思ってた。そうでもないよ。特に一人の時はね。
あ、そっか。ジュンって確かデビュー前はこの街で歌ってたんだっけ？あ、そうなんだ。もしかしてその頃からの常連だったり？申し訳ないが、それにはお答えできないよ。素晴らしいリテラシー。あ、お客さんのプライバシーってやつ？要はさ、俺のルームメイトはジュンの大ファンなんだわ。今度ここに連れてこようかな。オーナーがジュンの知り合いだって聞いたら絶対テンションぶち上がるって。知り合いだとは一言も言ってないよ。安心しなってバリスタ。ブルーは変わったやつだけど、ジュンに迷惑かけたりしないよ。そこは保証するって。それにひょっとするとひょっとするしな。ん？あ、なんでもない。そんでビン、技師の調子はどうよ？お、絶好調とは言えませんね。また故障か？マジでひでえ話だぜ。まあ少なくとも俺のメガネに関しては故障でも何でもかかってこいだけどな。何せこの俺自身がサポートしてますからの。そしたら俺もそろそろ帰るとしますか。寝る前にパッセン寄っていきたいしね。パッセン？あ、バッティングセンターか。バッティングセンター。元気だな。じゃあまた。おやすみ、誠さん。おやすみなさい。いや、だからやっぱ誠さんはちゃんと講師しっかり充実させたいというか、そういう風に動いてらっしゃるというか、そうですね。ですよね。なので本当バッティングセンターでいろいろフラストレーションが溜まったりだとか、ちょっとこう発散させたいときに、そういう風に体を動かすっていうやり方を知ってる方ですよね。逆にケンジさんはそれが多分ない方っていうかなので、そうですね。そうだな。でもお辞めてからもケンジさんとね誠さん仲良くしてくれてたら嬉しいなって思ったりはしました今。はい。やっと一息つけます。いや、見事な接客だったよ。はい。お客さんと話すのが楽しくて。なら、この仕事に向いてそうだ。かもしれません。ただ、ビン？すみません。ちょっとぼやっとして。スプーン切れが近そうかい？ですね。そしたら、今夜はそろそろ。ああ、ゆっくり休んでくれ。おやすみなさい、バリスタさん。おやすみ、ビン。さてと、豆の発注でもかけるとするかな。濃いなぁ。アイスオレ、氷がカランと鳴る音の苦みと甘みのささやき。はい。ということでですね、3時間半もかかってしまった。コーヒートーク東京実況いかがでしたでしょうか？いやー、でもなんか初日2日からめっちゃ濃いですね、これは。いや、そう、すごいですよね。でも、1日昨日なのか、これ。いや、でも昨日の実況は来週やります。ね。はい。はい。いや、なんだろう。今の日本社会に足りてないものが全部詰まってましたね、なんかって思うぐらい確かにでした。ね、なんか、やっぱ、日本のゲームからは出てこないキャラクターばっかりというか、やっぱこのゲームがすごいけど、それと同時にやっぱゲーム業界のやっぱこうステレオタイプ再生産どうにかしてくださいねみたいな感じではあるっていうところをやっぱこうコーヒートークに思い知らされる。すごいですね。すごいな。まあちょっと翻訳側に責任があるのか元のテキストに問題があるのかちょっと分かんないですけど、ちょっとねジェンダー平等に関するなんか描写だけはなんかストーリーとなんか描写の
なんていうかそのテキストのあれが噛み合ってなくてちょっと残念でしたけど、まあ洋芸あるあるなんであれですけど、まあその辺はね我々スカーレッターがですね、いちいち言います。はい。いちいちそうですね、いちいち全部修正してまあカバーしていこうと思いますので、それは大事。はい、ストレスなくですねコーヒートークをまあ私なんかのね読みでよければですけど聞きたいという人はぜひともチャンネル登録、高評価、シェア、ハイプ、拡散の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。烏丸さんの誠さんは多分都市会くんレベルでちょっと流行る気配を感じました。流行らないでしょ。流行る。いや、烏丸リオリスナーの間でめちゃめちゃ流行りそうだなと思って聞いてました。はい。ということでアーカイブの方、アーカイブの方もですね気軽に、はい、コメントしていってください。はい。やっぱいろいろ社会問題であったり、そのジェンダーとかセクシュアリティとかなんかいろいろそういうことについて問いを投げかけてくるというか考える、キャラクターの生き様を通して考えるゲームなので、思ったこととかをこうコメント欄ね書いていただけますと本当に嬉しいですし、やっぱお届けしてよかったなって改めて思えるので、ぜひねコメントのほどよろしくお願いいたします。はい。そして最後に復元っていうかですね、ちょっと21時40分頃にちょっと大きな地震があったみたいでして、またですね、九州の方余震があるかもしれませんので、皆様ご安全にお過ごしになられてください。あと夏の暑さもですね、気をつけてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、また来週もですね、8月8日は多分実況できると思いますので、風花さんよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もやばい、ちょっとさっきちょっと毎晩新聞だけ若いお父親の育休取得が増加。でもこれいいですね。待って取るだけ育休っていうのも蔓延してるので、ちゃんと一緒に育ててください。あと家事は手伝うよとか、子育て手伝うよじゃなくて俺もやるよとか、僕もやるよ、私もやるようなはずなので。そうですね。そうだからそこだな。まあ来週もちょっとこのシーンから始めたいと思いますのではい、またやります。はい、ということで皆様ありがとうございました。お疲らすでした。お疲らすでした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。